はい、皆さんおはようございます。ごめん。X の方でね、ちょっと動画配信のテストをしていましたらですね、そのためにいろいろちょっとね、OBS のね、設定をいじったんだよね。結果として、YouTube 用の配信設定まで間違えていじっちゃって、なんかおかしいとこあっかな？大丈夫かな？別にしてたつもりだったんだが、一緒にいじっちゃってたね。失敗失敗。ちょっと待ってね、そっちの再調整をかけないと。新しいことを本番5分前に始めるなっちゅう話なんだよな。こち、皆さん、こんこちでございます。いらっしゃいませ。X の方見えてたかな？心なしかいつもより進さんがイケメン？やだ、だったらいいや。もう、そんなおだてても論文くらいしか出てこないで。こっち、こんばんは。いらっしゃい。皆さんどうも来てくれてありがとうございます。ちょっとね、ぐだっててね、申し訳ないね。見てた？ありがとう、ありがとう。どんくらいやるかどうかはともかくとしてね、作業配信みたいなことをね、まあ、X の方ではね、やれたらいいな、みたいに思ってるので、まあ、そっちも良ければね、よろしくお願いします。という感じで。はい、OK、OK。これで、ある程度設定戻ったんじゃないか？なんかもう一個くらい設定変えたような気がするんだけども、細かいこと覚えてないな。最後ら辺だけですが、視聴してました。ありがとうございます。はい。なんかまあこの告知はいいかも。よし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 。ありがとうありがとう。ご挨拶すらできてねえな。アストレイオカダさん、ジュセンさん、ケイさん、大輝ありがとうございます。ユキや北村さん、掘り出し中。まあ確かに設定掘り出してたな。タクミレックさんも大輝さん、キュー。ズンガリテルさん、大輝さん、キュー。八幡山さん、こんこち、海高さんもね、猫さんもね、こんばんはいらっしゃいませ。日本にてさん、工藤義弘さん、こんこち、パレオパレオさん、こんばんはいらっしゃい。いい名前だね。パレオパレオ。もうダブルパレオ。素晴らしい。もう勝ち確。はい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 。ね。あんな感じでさ、論文さ、まあ最後ね、2分くらい論文を読む配信みたいな感じに X ね、なってたけれどもさ、アスダルコさんこんばんは。いいね。ご飯何食べてたん？ああいう論文読み配信みたいなんな。まあ僕はさ、読みたい論文勝手に読むだけだけれどもさ、その PDF の画面映ってたらさ、まあ一緒に論文読むみたいなできるから、まあそういうのもありっちゃありかなーって思って。まあどんだけね、あれかわかんないけれども、学生さんとかね、まあちょっと論文自分で読むのはあれだけどみたいな人はね、一人で読むのはきついけどみたいな人がいたら一緒にね論文読んでくれたらっていうふうに思います。まあ基本的にはな、作業前じゃねえや、配信前にね、論文読みみたいな感じに仮にやるとしてもなるかなとは思ってるんだけれども、うん。あとね、うわー、また設定が荒ぶってる。ちょっと待って。どうすればいいんだこれ。こうかな？よし。よし。あとはね、なんだろうな。YouTube では基本的に恐竜系のことしかする気がないので、これ、微妙だな。基本的に恐竜系のこととかをメインにするつもりなので、そうではないね。まあなんだろうな。どうすかなってちょっと自分でも悩みどころではあるんだけど、恐竜以外のね、何かの配信をするときに X でやるかもしんないね。ゴルゴサウルスじゃない方さん、こんこち。はいはい、どうもどうも。あれだな。候補はたくさんあるな。うん。YouTube ってね、なるべくジャンル統一した方がいいっていう風に言われるんでね。それ以外のことをやるかもしれん。ま、予定は未定ということで、レビンボルトさん、こんこちいらっしゃいませ。はい。いやー、今週な配信
まあ僕の主観だといつもより1回多く配信してるようなもんだから、面言配信だけれどもね、結構なんかいろいろとみんなと喋ったような気がするから、オープニングトークのネタが切れてるぞ。なんかある。冷凍餃子がいかに美味しいというか、いかに便利かっていう、なんか、そんな感じの話題しかねえぞ。あのさ、安いからだよな。白菜をさ、適当にちぎって鍋に入れて、そこに冷凍餃子ぶち込んだものとかをよく食べるんだけれどもさ、白菜だと思うんだけれども、なんか苦味があるんだよね。あれなんでなんだろう。な。もうちょっと、謎の苦味があるんだよな。あれ、もったいない。カット野菜とかをね、スーパーで買ってきたやつ、それをね、叩き込んだ時にはね、別にそんな苦味はないんだけれども、何なんだろうな。白菜農薬とかついてんのかな。だけど結構深部のやつ入れてもな、あの苦味するしな。日本と農薬の使い方違うから。いや、それね、そう思った。アクでしょうか。白菜からアク出るの？わかんない。アクって肉から出るもんだと思ってた。鍋に餃子美味しそう。美味しいんだけれどもね。いや、めっちゃ美味しいよ。美味しいから食ってんだけど、ズボラだからさ、一度に一食分作るとかやらないから、何個もね、何食分かまとめて作るとさ、一食目めっちゃ美味しいんだけど、さっき朝ごはんも昨日の残りだったんだけどさ、餃子の皮がぐってんに。ジャンボタニシ食べてみたい。どういうこと？何ジャンボタニシって。食用なの？ホシハジロが絶滅危惧種に？へえ、そうなんだ。全然知らない。その辺の事情は。僕普段絶滅したものしか扱ってないんで。ね。どうにか、冷凍餃子な。またなくなってきたから、こないだね、あれ買ったのいつだ？先週くらいか ?4 袋くらい買ったんだけど、もうほとんど食べ尽くしちゃったからね。ズボラでもうまかったら結果的に、いや、そらそう。それはそう。楽でうまい飯っていうのはね、なかなかないんでね。いや、いくらでもあるだろうって感じだけど。野菜の取り方を考えなきゃいけないんだよな。どうすっかな、野菜。カット野菜高いんだよな。いかに時間をかけずにある程度のクオリティの飯を食うかっていうことばっか考えてるからね。まとめ買いされてるんですね。冷凍だからね。まとめ買いするメリット、冷凍の最大のメリットはまとめ買いできることだからね。手軽に食べられる日本の味。餃子は日本か。多分だけどこっちで買える餃子はより中国的な味付けだね。なんだったら中華スーパーで買ってるからね。だからそこに、ただね、そこにね、僕は豚骨ラーメンスープの素みたいなのを入れてる。手近にあったからだけど。手軽に野菜といえば温野菜やサラダ。そうだね。ただ切るのすらめんどくさいという感じなんだよな。ちゃんと洗ってそのままかじれば楽ですよ。だから切るのがめんどくさい人間に洗うなんてそんなレベル高いことができるわけねえだろうが。餃子食べる分だけ常温解凍して油で揚げるとか、できると思う。なんだろうな。技術的には可能だと思いますが、はい、面倒くさいということと、あとあれですね、地下にね、曲がりしてる身なので、揚げ物は基本的に怖いんだよな。煙の匂いだったりとか、なんだったりとか。ね。緑 SM64 さん、こっちいらっしゃい。私は切るのは面倒なので、刃物はちぎってます。はい、仲間がいました。僕も大抵ちぎって投げ入れてます。ね。ちぎってどうにかなるんだったらちぎった方が楽なんだよな。それはやりにくい。揚げ物の話。そう。だからね、焼き魚もすごいやりづらいんだよ。っていうか、何度かちょっと我慢できなくなってやっちゃったけれども、焼き魚はな、匂いこもるからな、どうしても。鍋は全てを解決する。そう。煮物にすればね、ある程度ね、匂いは気にならなくなるから。
ニラも鍋いけます。わかるわかる。いいよね。ニラうまいよね。まあ、餃子食ってる時点でわかるだろうけれども、まあ、匂いはそこまで気にしてないかな。まあ、平日はさすがに気にするけどさ。料理は腕力。まあ、正直そのね、勢いで生きております。餃子鍋にするしかない。あ、もう大抵水餃子で生きてます。はい。前に匂いがすごいって配信で言ってた。なんか言い方。匂いがすごいって。こもるってだけでね。はい。サンマとかも買おうと思えば買えるんだよ、こっち。アメリカとかカナダのご家庭に漏れず、すごいきちんとしたオーブンとかあるからさ。だから焼き魚とかもね、しっかりグリルしようと思えばできるんだけれども、匂いつくっていう。匂い。サバとか買えるんだけどな。青魚やホッケは特に匂いする。あ、そうなんだよな。ホッケはね、さすがに売ってんの見たことない。あれコリアンスーパーで見たことあったかな。けれどもな、ホッケはだけど焼く以外にな、食いようがないからな。蒸し餃子は大丈夫ですか？あ、蒸しはいけるね。なんだ。全然大丈夫。そうだね。蒸しか。網あったかな。電子レンジで焼いてます。ああ、わかる。僕も電子レンジもちょくちょくやる。そうだね。電子レンジに、そうだね。白菜かな、まあ、皿の上に白菜かなんか敷き詰めて、で、餃子乗っけて、ラップでくるんで、チンして、そこにポン酢かけて食べるとかしたら楽かもね。洗い物も出ないしね。あ、それいいな。ナイスアイディア。ナイスアイディアでございます。電子レンジを用いた調理。はい。そうだね。うちの電子レンジもね、まあ、結構年代物だから。前のね、入居者さんがね、なんかもう家具一式全部クソ安く、格安でね、譲ってくれたからさ、そのおかげで助かってるんだよな。まあ、その分ね、家具は結構古いもんが多いっていうのはあるんだけれども。ホッケはもともと匂い良くない。あとはフライ。そう、フライはね、難しいんですよ。もともと匂い良くない。あれか匂いがつくっていうそういう話だよな。多分な。いい匂いではあるよな。青魚食べてー。まあだからやれるとしたら、まあね、時々こう、たまには許してっていう気分で、焼くか、あとはまあサバの、なんだろうな、味噌煮みたいな感じにして、それで食べるっていう感じかな。焼き魚じゃなければ匂いはそこまで効かないからな。シシャモフライ美味しい。へえ、晩ご飯いいもん食ってね。あ、ホッケの煮付け。なるほどね。なるほどね。まあ、ホッケどこに売ってるかだな。そう。煮付け系はね、大丈夫。匂いそこまで出ないから。やっぱ寿司最近ちょっと我慢できなくなって買ってきて食っちゃったな。まあ、大抵サーモンとマグロくらいなんだよな。今夜サバ缶でした。いいね。サバ缶栄養あるし、安いし、美味しいしですごいいいよね。一時期すっげえ食ってたわ。サバ缶はそういや手に入るな。今度買ってくるか。サバだよな、あれ多分な。水煮みたいなね、感じでね、売ってるからね。ホッケは最近見ない。へえ、そうなんだ。ホッケって時期いつ？まあ僕はもう関係なしに見ないけれどもね、こっちではね。もしあるとしたらコリアンスーパーにあるかなってくらい。焼き鮭食べせてますな。羨ましい。サーモンはね、手に入るからね、焼き鮭はやろうと思えばできなくはない。鮭そこまで匂い出ないしね。塩鮭っていう風にはならないから、そういう形では売ってないから、まあ生鮭買ってきてっていう感じだね。ホイル焼きとか時々する。楽だし。サバ缶カレーに入れるとうまい。わかる。僕そこあえてね、サバ缶味噌のやつ入れたりする。コクが出るんだ。クリスマスには鮭。季節外れというかそもそもそうなのか？
そろそろサンマが食べたい。1匹200円弱はきつい。まあ、秋になったらさすがに安くなるんじゃねえか。うん。秋口になるとね、スーパーでね、まあ、安い時には1尾30円とかの時あるもんな。塩水で処理すると塩鮭作れますよ。あー、そうなんだ。まあ別に生鮭、失礼。生鮭買ってきてでも全然いいんだけれどもね、僕は普通に。生鮭そのまま焼いてもね、ホックホクで美味しい。ね。今日はおでんだった。いいね。練り物の入手難度は日本より高そう。練り物はね、コリアンマーケット行ったら全然手に入る。おでんパーティーも2回くらいしたことあるね、こっちでね。そうなんだよ。コリアンマーケット行ったら結構大抵のもの手に入るんだよな。生鮮食品だけちょっとあれなんだけれども。今夜は海鮮丼でした。ちょっと待って、みんないいもん食ってんな、お前ら。すげえいいもん食ってんな。ねサンマは近年厳しくて出回るの高いだけじゃなくて細くなってる。へえ、あ、そうなんだ。じゃあちょっと不良になってる感じなのかな。はあ、はあはあはあ、クリスマスには鮭を食えば特撮ネタ。あ、そうなんだ。すいません、特撮抑えてないんです。最後に見たのが見たってほどでもないんだけど、多分仮面ライダー龍騎とかになるんだよな。そのくらいで、そこでちょっと引っ越したから、アメリカで。うん。それが最後ですね。クーガとかアギトとかを見てた記憶はあるけど、ストーリーはもうこっちゃだな、全部。うん。スーパー戦隊の怪人ネタ。あ、そうなんだ。なるほどね。大量のゆでパスタ食べた。へえ、いいね。パスタね。パスタ大好き。市販のね、パスタソースとか。久しぶりに食いて明太パスタみたいなのにするのすごい好き。納豆カレー。納豆もカレーも大好きですよ。なんかうちのボス最近ちょくちょくカレー作ってる雰囲気あるんだよな。この間ジャパニーズカレー作ったよみたいなこと言ってきたからな。っていうか肉じゃが作ったとか言ってたな、うちのボスこの間。うん。いいお嫁さんになるよって言っておいたわ。超日本。龍騎ならアメリカで元のストーリー原型なくなるくらいリメイクされましたね。そうなんだ、龍騎。へえ、龍騎、特撮さ、アメリカに来るとさ、もう原型のストーリーマジでなくなるんだよな。なんか、なんだろう。戦隊ものも、これアメリカにいた頃なんだけど、戦隊ものもさ、なんだ、アメリカオリジナルバージョンになってるのを見たことがあって、なんだっけな、多分まあ、わかんない。元が何戦隊、何レンジャーだったのかわかんないんだけれども、パワーレンジャーとしか言ってなかったから。なんかね、レッドとブルーとイエローとホワイトの四角関係のドロドロの愛憎模様みたいなのが書かれてた。これは一体どこを視聴者層として想定してるんだろうって思いながら見てたような記憶がある。パワーレンジャーは元恐竜戦隊10レンジャーだってのは聞いたことがある。いやもうやべえな。どうあがいても僕は恐竜につながってしまうんだな。もう配信者の鏡でございますよ。ね。テレビ局が日本の特撮を継ぎはぎするから映像と話の流れが噛み合ってなかったら、そうなの？もうなんか完全に撮り直してるんだと思ってた。龍騎はそうってことなのかな。パワーレンジャーはね、もう中の人全員アジア人いなかったと思う。まだその多様性の時代じゃなかったからさ。全員まあ一人くらい黒人入ってたかなくらいの感じだったような気がするな。そう、昼ドラだったね。あれ完全に昼ドラだったね。うん。キャメンライダードラゴンナイト。何それ実際にそうなの？ライダー L なの？もはやバイクに乗ってねえじゃん、それ。原型なくなったー。仮面ライダーってさ、もういい加減配信っていうかね、恐竜の話しろって感じかもしんないんだけどさ。最近の仮面ライダーって未だにバッタなの？どうなんだろう。未だに昆虫の面影あんのかな。
日本原作だと漫画ですが、ワンピースはアメリカで実写するにあたって原作者がクルー間恋愛は禁止という条件出したとか。へえ、あ、そうなんだ。なるほどね。なんかドラゴンボールはのハリウッド映画だっけ？ハリウッドだっけあれ。なんか10年くらい前にもっとかな、実写化されたやつ。あれ実写した人が最近になって謝罪出してたよね。ワンピースの実写受けてだったのかな。なんかそんな感じでまた話題になってて、謝罪してるのを見た。今はお菓子、仮面ライダー？へえ、あ、そうなんだ。車に乗る仮面ライダー、ドライブとか行くだ帰国。そうなんだ。へえ、なるほど、なるほど。01はバッタ。ああ、なるほどね。なるほどね。01って名称からして、もうなんかちょっと原点回帰みたいなテーマだったのかな。わかんないけれども。題名忘れましたが、仮面ライダー、果物のやつしかわからない。へえ、果物、待てよ、なんかそれ聞いたことあるな。脚本にうろぶち入ってたやつなんかそれなんかチラって聞いたことあるような気がするな。日朝にうろぶち入れて大丈夫ってなったような記憶がある。仮面ライダーオーズに、プテラノドンとトリケラトプスとティラノサウルスのフォームあったり。へー、ちょくちょく恐竜出てくるんだね、日朝やっぱりね。はあ、はあはあはあ、サブライダーにはパワーショベルがいたり、映画版には戦闘ヘリのライダーもいた。へえ。あ、そっかそっか、ライダーも何人かいるの当たり前になってきてるもんな。まあ昔も1号、2号とあったけれどもさ、なんか基本仮面ライダーって1人っていう認識が僕強かったんだけれども、そうよね。今や、戦隊ものとまではいかないけれども、何人かいる感じだよね、きっとね。仮面ライダーリバイスはティラノとかメガロドンとか、マジ、恐竜とか古生物出てくる系の仮面ライダー、マジでそんなにたくさんシリーズの中でも何度もあるんだ。へえ。外部は4分の1希釈うろぶち過去個人の感想です。あ、まだ濃度高くない？日朝にはまだ濃度ちょっと高くない？大丈夫？仮面ライダーはブレイドのオンドゥルゴネタしか知らない。オンドゥルゴなんだろうな。恐竜ネタは日朝では定番。あ、そうなんだ。へえ。じゃあ日朝からうちのチャンネルに子供たちが来るのも時間のも、それは問題、なんか時間以外にも問題ある気がするな。昨日の配信 DT 卒業とか言ってたしな。それこそ先生が言ってた龍騎はたくさん仮面ライダーいました。マジでそんなにいたっけ？そうなんだ。へえ、なるほどね。ダブルにスミロドンとかアノマノガリスとかいたし。怪人側では確かに。怪人側では確かにな。いるかもな。なるほど。なんかね、僕ね、これ多分レンジャー側のネタだと思うんだけれども、すごいね、なんだっけ、芋けんぴじゃなくて、煮っころがしじゃなくて、なんかさつまいもの、なんだっけな、さつまいも食べて巨大化する怪人みたいな印象をすごい持ってるんだよな、あれ。なんだったっけな。あ、猫好きさん、こんにちは。はい。はい、未だにオープニングトークです。ごめんね、みんな恐竜の話聞きに来てるよな。ただ、恐竜モチーフの、ほら、天体ヒーローとか怪人の話してるから、かろうじて恐竜。かろうじて恐竜です。ワンピー実写の第2シーズンは原作通りな恐竜来るので、ネットフリックスからこのチャンネルに。ワンピで恐竜ってあれだっけ？巨人の島だっけ？いや、恐竜切られるだけやん。恐竜餌になるだけやん、それだったら、確か。カーレンジャーの暴族が芋羊羹食べて巨大化。あ、それだ！ネコンさん、サンキュー。今すっげえスッキリした。そうだ、芋羊羹だ、芋羊羹。可愛くね？芋羊羹食べてさ、巨大化する。怪人。おもろ。おもろ。なんでそうなった？どっからその発想来たよ。ねえ。いやー、憎みきれないよね。もうストーリーとか全然覚えてないけど、そんな怪人憎みきれないよね。戦隊は特に恐竜多い。獣レンジャー、アバレンジャー、恐竜じゃ、竜奏じゃ、そんなに
そんなにあれなんだ。怪人側だけじゃなくてもあれなんだね。レンジャー側が恐竜モチーフなパターン、そんなにあるんだね。そっか。すげえ。とても嬉しそうですね。今すっごいスッキリしました。はい。すっごいスッキリしました。芋羊羹だ、そうだ、そうだ。なんかね、なんか美味しそうって思ったことくらいしか、美味しそうで芋で甘そうっていうね、認識だったんだよな。うん。天体ヒーローで恐竜だと恐竜じゃの印象が強い。ああ、そっか。なるほど。その辺な。ちょっとまた調べてみるか。どっからその発想が来たか。名探偵コナンの浦沢脚本会を見れば察しがつくかも。マジで察しつくことあるこれ。っていうか本当に由来があるのかよ。はい。じゃあ、ちょっとね、いい加減じれてる方もいらっしゃるかと思うので、本編のね、準備をいたしますか。仮面ライダーダブルの変身アイテムにも恐竜モチーフ。はあ、そうなんだ。ほんと、恐竜。へえ、まあ子供たち好きだからな、恐竜な。恐竜人気ってすごいな。あやかりたいもんですね。あやかりたいもんですね、恐竜人気ね。はい。じゃあ、ちょっと縮みますと。縮みすぎた。ファングあれ恐竜モチーフの戦隊ものというかなんというか。よし。じゃあね、はい、行きましょうか。ようやく本編開始だよ。まあ30分くらいだったら許されるだろう。30分くらいなら許されるだろう。はい。今週の古生物ニュース配信本編始まります。イエーイ。はいはいはい。拍手どうもありがとうございます。拍手ありがとうございます。はい、今週はね、まあ、3本。ここのところね、ちょっと忙しかったりなんないでね、2本しか紹介できてなかったんだけれども、今週はね、3本紹介できるので、はい、楽しんでまいりましょう、皆さんね。はい。たくさんコメントで盛り上げてください。で、今週紹介する内容は、中国南部初のランビオサウルスアカハドロサウルス類。はい、ようやくハドロのね、論文がね、出たんでね、まあちょっとオープンアクセスじゃなかったんでね、写真とかはあんまり見せらんないんだけれども、紹介していきたいと思います。で、2本目っていうか、もう1本は翼竜の初期進化を徹底解剖と。なんか新種かと思ったら新種ではなかったんだけれどもね、なんて読むんだろうな、あれ。ダークっていう、ジュラ紀中期くらいのね、めちゃめちゃ、保存状態がいい翼竜類、その化石のね、改めて記載したのと、そこから一体どういうふうに、まあその翼竜のね、初期進化が起きていたのかっていうのを解析、まあ研究した論文が出てたんで、それ。で、3つ目が鳥類進化研究200年。まあ、厳密に言うと、メガロドンが、オフィシャルに名前がついたのが1824年なんだって。知らなかったんだけれども、っていうか覚えてなかったんだけれども、そっから200年、恐竜研究が始まって200年経ちまして、その中で、まあ最もね、偉大なというかインパクトのあるというか研究っていうのはやっぱり恐竜がね、鳥類の先祖だったっていうことが分かったことであり、まあそれに関して、最新の研究内容をまとめたっていうレビュー論文が出てたんで、せっかくだから紹介しようかなと思います。レビーさん、こんこち、いらっしゃい。というわけで、はい。まあ、今のうちにね、もしよければ面白そうだなって思ったら、あとオープニングトーク楽しかったら、高評価をポチッと、画面下にあるので、ポチッとね、押してもろって、さて。で、高評価を押し終わったら、投票始めましょうか。まあ、うちの配信ではね、この論文紹介配信では、こうやってね、何本かあるうちの論文、どれをね、先にね、まあ、紹介していく順番をね、みんなの投票で決めてますので、高評価ポチッとありがとうございます。ありがとうございます。ガンガン高評価増えていく。ありがとう、助かるよ。ほんとね、それによってね、さらに仲間を沼らせていこうぜという感じなので、はい。では、高評価を押し終わったら、どの論文から先に見ていきたいか
はい、投票お願いいたします。はい、どうぞ。ちょっと待ってね。よしよし、こんなもんやろ。さあ、どれからいくかな。乱病さん。迷う？いや、迷っていいよ、全然。どれからいこうかね。まあ僕はね、やっぱハドロはね、読んでて楽しかったっちゃ楽しかったけれどもね。翼竜もまあ勉強になるわ。翼竜は僕自身が詳しくないから、そこまでね、詳しく解説できるかっていうとね、まあ、ちょっと怪しいところはあるんだけれども、鳥類進化研究に関してはもう論文が実によくまとまってたんでね、僕はそれをね、単純に口から垂れ流すだけで大丈夫です。あんまり知らなかったこととかもたくさんあったから勉強になったよ。はい。じゃあ、見ていきましょうか。まだ全然投票受け付けてるからコメント入れてってくれて大丈夫なんだけれども、ランベオ、翼竜、ランベオ、翼竜、鳥類、翼竜、ランベオ、翼竜。なんか大体ばらけてる感じだね、これね。大体ばらけてるね。まあ、ばらけてるんであれば、乱病か翼竜って感じかな、数的に。ばらけてるんであれば、おっと、スピノリンさん、翼竜1票入りましたね。ばらけてるんであれば、まあ僕の好みで乱病でいくかっていう感じは。なきにしもあらずだったんだが、まあ最後の方、翼竜固まってから翼竜いくか。はい。じゃあ、翼竜の初期進化を徹底解剖ということでいきたいと思います。イエーイ、拍手。はい。Osteology and functional morphology of a transitional pterosaur 多分Dark スギアサオネックっていいのかな From the Middle Jurassic Bathonia of Scotland ということで、まあね、今週発表されたばっかりのほやほやのね、翼竜論文でございます。スコットランドのね、ジュラ紀中期から見つかったやつで、まあね、翼竜ってね、あんまり言っちゃなんだけれども、あんまり保存状態がいい化石は多くないので、その中でね、非常にいい状態のものが見つかったので、徹底的に研究してみましょうやっていう論文やね。まずは、翼竜とは何ぞやっていうところから始めましょうか。もちろんね、このこちるいチャンネル、日朝から来た子供たちにも優しいチャンネルでございますから。そんな子供たちに向かってランベオサウルス赤とか言ってんだぜ、これ。正気か翼竜っていうのはね、地球生命史上初めて空を飛んだ脊椎動物でございます。空を飛ぶってね、昆虫とかが先にやらかしてはいるけれども、ゆいまるさん、こんこち。けど、脊椎動物としてはね、背骨を持った動物としてはね、やっぱね、鳥よりもね、コウモリよりもね、先に飛んだのがこの翼竜って連中だよね。骨スッカスカだから残りにくい。骨軽量化されてるから残りにくい。多分それは、でかい理由ではあるんだろうな。時代が古くなるとある程度どうしようもないんだけれどもね。で、そう、時代が古くなるっていう話なんだけれども、もともとね、三畳紀後期、だいたい2億年以上前にはもう登場してたんだけれども、だから恐竜より先って言い方が正しいかどうかは分かんないけれども、歴史は恐竜と同じくらい古いわけよ。なんだけれども、こうやってね、今見てるような感じで、めちゃめちゃ飛ぶようなやつは、うつしろはるひらさん、こんちゃいらっしゃい。最初から叫んでんな、ギヤー言うて。そういうね、体がね、飛ぶためのイノベーションを起こしたのは、ジュラ紀の中頃、もしくはジュラ紀の後半くらいじゃねえかっていう風にされていると。ただ残念ながら、コメントしてくれてるようにね、骨がスッカスカやったりなんだったりするもんで、残りづらいっていうのもあって、この状態の標本はね、あんまりこの時代の化石はあんまりいいのは多くないと。残念ながらね、そのせいでどうやってね、進化してきたのかっていうのが、いまいちよく分かってない部分はあるので、ちょっとね、残念やなっていう感じだったんだけれども、今回の研究対象、このダークでいいかな。ダークって読むか、とりあえず。ダークっていうこの翼竜ね。ジュラ紀中期のものとしてはもうめちゃめちゃ珍しく例外的に
3次元的に保存されていると。っていうか、まずどの時代の見てもね、翼竜って結構潰れてるからね、ペシャって感じで。あらゆる時代を通じて珍しい3次元的に保存されている状態のいい翼竜と。これ自体はね、記載されたのは2022年だったかな。まあだから新しく見つかったっていうわけではないんだけれども、まあ非常に状態がいいんで、しっかりと研究をしていきましょうっていう感じだね。そう、エビせんべいみたいな感じになるんだよ、翼竜ってね。まあけどこれはまあ例えるんだったらエビせんべいではなくとんがりコーンと。そう。縁は頭潰れてるからなのか結構大きいような。後で言うけどね、結構でかいこの標本。うん。あれスケール結構微妙な位置にあるな。うん。22センチとかって書いてあったかな、確か。めっちゃ状態いいんだよ。原始的なのにめっちゃでかい。そう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 。こいつのしかもまだ子供なんだよね、こいつね。うん。首の骨の一部とかが断片的に見つかる感じ。そう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 。それが多い、それが多い。ランフォリンクスに近い仲間か。もうちょい前じゃないかな。多分ね。翼竜の系統関係はね、あんまり詳しくないんでね。名言は避ける。そう。日本でもね、この間、熊本だっけあたりからさ、首の骨見つかって、それで名前ついてたよね。まあ、翼竜は歯も結構見つかりはするかな。うん。子供だと、まあ、成長しきってないっていう感じかな。うわぁ、翼竜の系統関係よくわかんない上に漢字になってくるとマジでわかんねえんだよな。日本のプテルさ、それだっけ名前。そんな感じだっけそう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 。そういう風に首が出たり、歯が出たり、まあ首かな首多い印象はあるよね。あとは上腕骨、腕の骨だけ見つかるみたいなパターンもあるけど、それだと分類はなかなか難しいんじゃないかな、確か。首は結構特徴的だった気がする。はい。で、この標本に関しては、頭、首、前足、そして翼。この辺はほぼ完全に残ってて、あと足とか腰とかもね、ちょっと残ってるみたいだね。もう本当に、状態がいいです。マジで例外と言っていいレベルで、ここまで状態がいいのはないよね、なかなかね。歯は特殊化しまくった人が多い印象。まあだけど、所詮肉食だからね、要はね、長くて尖ってるんだよ。分類にどこまで使えるのかはちょっと知らないけれども、そこまでじゃねえか。歯がどういう風に並んでるかとかはね、多分分類に使えるんだろうけど、単体でね、落ちてても、そこまで細かくわかんないんじゃないかな。ごめん、適当言ってるけれどもね。うん。で、場所はスコットランドの、レルトシェールフォーメーションっていうところから出てて、時代はバソニアン、つまり1億と6500万年くらい前の時代やね。上から潰れた姿なのかな、これは。腰の下に細い線が見えるのは尻尾。これどっちだ？僕は多分下からだと思って見てたんだけれども、どっちだろうな。なんか下からな気はするな、多分ね。細いの尻尾だね、下の方のね。うん。で、見ていきますと、頭の方ね。これ頭の部分をボンと取り出して見ていった感じなんだけれども、頭の長さ222センチ。ごめん。センチ。頭1メートル超え。違う。頭の長さは220ミリメートルで、まあだから22センチだね。で、翼長、翼広げた時の長さね。がおおよそ 2.5 メートル程度と推測されております。こっちはメートルでやってるよ、翼長はね。初期の翼竜にしては頭が大きい。頭でかいしね、体もでかいね。めちゃめちゃでかくって、こいつがね、見つかったことによって、この時代にもこんなに大きくって、大きな翼竜がいて、まあだからこそ大きさってもう生態的地位がね、全然違うから、まあ捕食者としても有利だからね。そういうような生態的なポジションを翼竜がすでに占めていたっていうのが分かったっていうのがね、こいつが見つかった意義の一つなんだよね。
空気抵抗どうしてるんだろう。まあ空気抵抗などうなんだろうね。この姿からだとまだ全然わかんないけれども、翼竜全般を見る限りね、空気抵抗あんま考えてなかったんじゃねえのお前らって言いたくなるようなね姿をしてるやつらまあまあいるよね。ジャック・リーチャー・ライアンさんこんにちは、いらっしゃい。マクロニコプテランの翼竜かな。ジュラ紀中期のやつです。分類はよくわかんない。分類はな、正直変わるからなっていう風に思っちゃってるところがあったりして、僕。プテロダクティレスくらいの大きさ。マジでそうやって聞くとマジででかいね。うん。翼長 2.5 メートルってだけど、そういう大きさだよな、確かにな。巨大化が早い時代に起きてたということですね。まあそうだね。まあ一応気にしておくべきことは、まあ化石生物ってね、どこまで大人が見つかってるかちょっとわからないところはあったりするんだよな。だから今まで見つかってたのも小型種ってわけじゃなくて子供ばっかりだったっていう可能性はなきにしもあらずだよね。翼竜トサカで個性出しすぎ説。いやほんとね、お前ら本当にちゃんと飛んで生きていくつもりあるって言いたくなるよね、あいつらのトサカのバリエーション翼竜は頭が大きい方が離陸しやすいとも言われてるね。マジで翼竜の羽ばたきとかさ、飛ぶ話に関してはさ、あんまり深入りしないようにしてんだよな、僕。ここも結構強火の人たち多いんだよな。でかくしすぎたのがアズダルコさんかさん。まあな。ミクトサウルスとかタペイヤラさんとか、すごいよね、あの辺。しかもね、一部翼竜たちはね、そのバカみたいにでかいトサカにさらに羽毛みたいなので装飾つけてたっていう話もあるからね。まあだからね、ディスプレイとして使ってたっていうのはまあそりゃそうなんだろうけど、あと一応左右に薄くしてる分だけね、一応空気抵抗のことも考えてたんだろうなっていうふうにね、思ってはいるんだろうけれども、現代でも角ゼミとか飛ぶ気なさそうな角で個性出しまくってる。まあそう。実際ね、ああいう風に生存に不利な特徴っていうのはね、生物いくらでもあるからね。うん。死んでもいいから、子供を残したいんだよ。ダーウィンのテルスなら卵を産んでるから大人確定。へえ、卵産んでんの？なんか、ホーラン化石でも見つかってんの？横風に煽られたりしないのかな？絶対したと思うんだよな。だってあいつらそういうさ、風があるところで飛ぶ感じに進化してるじゃん。おそらくね。上昇気流に乗って飛んでったっていうのの方がさ、自分で羽ばたいてっていうよりはね、明らかにね、起用率高いじゃん。一切羽ばたかなかったとか言うと強火の人に怒られるから言わないけれどもさ。ってなったらね、もうしっかり風を読んで、どうにかして、こうね、それに乗っていくっていうのが重要なので、急に横風とか来たらやばそうだよね。法律では語れない何かがあったのか、利便性よりファッション性を重要視。いや、生物ってそんなもんです。君らもそうだろ？お前ら。どうせあれだろ？食う飯のさ、飯代削ってなんかこう、ちょっと服買ったりしてんだろ？どうせ。ね。このスニーカーかっけーとかってなってさ、食費ガンガン削った経験あるだろ？ほら、告白しろ。ここで告白するんだ。だから俺たちも札束で装飾する必要あったんですね。そういうことです。ロマンと生存を両立できた恵まれた時代だったと。多分ね、両立できてないです。こうやってロマンを追求した結果早死にするんだけれども、ただ自分が死ぬ前に子供を残せてるっていう、そういう話なんじゃないかな。多分ね、服よりプラも買っちゃってなんてこった。生物としてのあれよりも個人としてのね、要求を優先してらっしゃる。最高だと思います。人間らしくていいと思います。食費減らして電動工具買ってる。わかる？はい、仕事道具にね、お金かけるよね。はい、僕もやります。モンアツのシン・ゴジラを3形態買ったら食費なくなりました。
あれおかしいな。うちのリスナーさんたちあれだな。あんまりこう、生活史理論が通用しないな。うん。脇山様、様なんで様脇山さんこんばんは。お疲れ様です。服よりも本でしょ。まあ本は一応あれか。知識を身につけて、それによって、異性を引っ掛けるという風にね。仮面ライダーの変身アイテム買いました。待ってよ。もしかしたらうちの配信においてはあれか？変身アイテム買ってた方がモテるのか？なんかそういう異空間になってる？ここもしかして。貯金した金で歌い手のグッズ買って。いいじゃん。素晴らしいお金の使い方じゃん。いいんだよ。そうやってきっとみんなはそうやって生存効率を上げてるんだね。おそらくね。うん。困った時のディスプレイ仮説って言うけど、まあ、あれだな。あんまりそのコメント僕好きではないな。毎回思ってるけれども。うん。困ったからじゃなくて、そういう根拠があるからやってるんだよっていう話でね。理解できないからといって否定しないでね。この界隈はガラパゴスみたいなもんなんで、まあ、そうだね。思ったよりもちょっとあれだな。特化した人たちが多かったなと思って若干びっくりしたけれども。はい。というわけで、趣味と愛車にお金が費やされる。愛車はまだいいだろ、愛車は大丈夫だよ。っていうかもう趣味最高だろ。学生時代は本と論文のコピー代にバイトの稼ぎは解けてた。最近は論文コピーしなくて済むようになってきたからね。PDF でいろいろと手に入るようになってきたけれども、僕もあれだな、修士くらいまでは結構取り寄せたりしてたから金飛んでったな。大丈夫。悪いね。ありがとね。はい。じゃあ、引き続きいきますか。まあ、頭の長さ220。そんなお金は大事に使ってますよ、ゆいまるさん。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、素晴らしいお金の使い方ですね。はい。助かります。研究にね、活用させていただきますんでね。はい、本当ありがとうございます。お金はバードウォッチングに使いたい。いいじゃん。バードウォッチング最高やん。僕はやってないけれども、自分では。うちのボスよくやってるよ。すごい使い方したな、お金。はい。まあ、頭はこんくらい大きさがあって、で、まあ、縦のにもね3次元でね、残ってるっていう話があったように、まあ、潰れてはいないんだよな。まあ、多少潰れてはいるかもしれないんだけど、まあ、こんくらいだったらね、全然形わかるよねっていう感じなので、これでね、まあ、後でちょっと説明するんだけれども、筋肉のね、つき方なんかも研究してます。この論文ではね。これは素晴らしいお金の使い方。ありがとうございます。本当にね。はい。で、まあ、翼流っていうことでね、まあ、この論文でも結構中心的に取り上げられてるのが上腕骨の形だね。上腕骨っていうのは、まあ、人間でいうところの肩から肘までにある腕の骨だね。まあ、空を飛ぶ、動物にとっては非常に重要なね、骨で、鳥類なんかでも、やっぱりこの、筋肉のつく部分が大きくなったりとかして、まあ非常に特殊化してるね。空を飛ぶっていう以上、この上腕骨が、まあ体重の全てを支えるわけじゃん。なので、恐竜とかの体重を調べるときって、大腿骨、太ももの骨の太さで、一体どれだけのね、体重を支えられたのかっていうのを調べたりするんだけれども、鳥類の場合は地上を歩いてる時間より飛んでる時間の方が長かったりするから、上腕骨の方が大腿骨よりも体重を推定するのに、精度が高いっていうようなことも知られてたりして、なのでね、翼竜においても上腕骨の太さとかがね、おそらくね、飛べたのかどうかとどんな飛び方をしてたのかみたいなね、指標にはなるんじゃないかなっていうふうには。まあだけどな、その指標を作るためにはな、翼竜の体重を知る必要があって。そうだな、サーキュラーになっちゃうな。勝手に僕がね、このそうだな、難しいか。
そうだな。いやね、腕の太さってね、結局その腕にかかってる力の大きさを反映するからね、腕の太さが分かれば、どういう生活してたかってなんとなく分かるんだけれども、結局それ体重に対する太さなんだよな。とかっていうようなことを考えたりはしてたりする。研究としてね、使えるネタになるんじゃないかなと思ってたんだけど、難しいか。まあいいや。はい。というくらいね、重要な部位ではあるんだけれども、この、その上腕骨の筋肉の付着部っていうのがめちゃめちゃ発達してるっていうのが、このダークっていう翼竜の特徴の一つではあるね。それがどういうことかと申しますと、大丈夫かな？それがどういうことかと申しますと、ちょい待って。ちょい待ってね。はい。これ、あれカーソル出てるかな？カーソル出てないような気がするな、これな。カーソル。あれ開始前の設定いじったやつで、ちょっとなんか変な感じになっちゃってるかな。ごめんね。ちょっと待ってね。カーソル出ろ。これで大丈夫かな？カーソル出たかな？出てないな。こうかな？これで出たかな？これで出たかな？よし。この部分ね。この部分がデルトペクトラルクレストっていう風に言われる部分で、ここがね、発達してるので、ここに筋肉がめっちゃつくんだよね。ので、まあ、羽ばたくっていう、まあそういうコメントくるよな。筋肉が多いってことは羽ばたく力が強いってこと。この論文もその辺に関して言及はね、結構慎重になってて、ダウンストロークするのに有利ではあったっていう言い方はしてたね。この種は初期の翼竜。そう。全然初期の方の翼竜ではある。うん。ちょこちょこ動かすみたいな感じ。まあこの論文その辺非常に慎重で、めっちゃ特殊な、めっちゃ特殊っていうと分かんないけれども、他のね、同時代似たような翼竜たちがどんな上腕骨してたのかちょっと分からないとこがあるから、めっちゃ特殊かどうかはちょっと分かんないんだけれども、まあもしかしたら特殊な飛行様式を持ってたのかもしれないんだけれども、その辺の解析は将来的な研究に任せますって言って、この論文は収めてた。あんまりね、エクストリームなことは言わないようにすっごい慎重だった、この論文。まあ僕的にはすごい好感高いんだけど、それ。羽ばたく力は胸郭の方でしょうね。まあ、どっちもなんだと思うけれどもね、僕はね。付着部っていうかまあ、そうなんだよな。どっちもでいいんだよな、それ。こっち側なんだろうな、鳥の印象が多分強すぎるんだよね、一般の認識として。まあ間違ってはいないんだろうけど、竜骨突起がないと飛べないっていうのはまず鳥でもそんなことはなくって、鳥でも竜骨突起なくても全然飛んでるやつらはいて羽ばたいてね。まあ軟骨で多少あったりはするんだけれども、だからそれだけでね飛べないっていうのは結構難しいんだよな。羽ばたけないっていうのは結構難しいんだよな。し、ソリューションは一つじゃないんだよな。翼竜が羽ばたいてたとは僕はかけらも思ってないんだけれども、ただね、離陸時には羽ばたいてたかもしれないみたいな説もあって、そう。始祖鳥、じゃあ僕も飛べたの？まあそれも難しいんだよ。飛べたと考え、まあ滑空くらいは能力的にはできたんじゃねえかなっていうふうには思う。ルナさんこんばんは。初期の翼竜でこの上腕骨の発達具合は驚き。ね、そうなんだよね。この筋肉がつく部分がめちゃめちゃでかいってことは、まあ単純に
筋肉がでかかったと考えることは普通に可能で、まあ多分筋肉でかかっただろうよ、そらね。で、筋肉って基本的には収縮するもんだから、滑空するだけだったらね、腱でいいんだよね。フランさんこんばんは、いらっしゃい。アキレス腱とかのね、そういう風に固定するだけだったら腱でよくって、まあもちろんその固定した先で微調整するために筋肉は必要だから、ある程度の大きさの筋肉は必要なんだけれども、そう、扉を降りた時のね、姿勢制御だけでも生きるのに応用できそう。まあそうなんだよね。うん。翼竜の形になるまでの過程が知りたい。それはもうみんな知りたいよ。化石見つけないと。むしろ筋肉は重くなりそう。まあだからそういう意味で、まあ鳥もそうなんだけれどもね、可能な部分は腱にして、いらない筋肉も最小限にした上でっていう感じなんじゃないかな。初期の翼竜は思った以上に羽ばたいてた。まあね、この論文のね、筆者たちも逃げてる以上、僕も逃げるけれども、こいつはでかいけどさ、こいつはでかいけれども、小さい頃だったらまだ羽ばたくことも可能だったかもしれないよね、とは思ってる。例えば現代の鳥類なんかも大きくなるやつほど羽ばたかないんだよ。これはすごい分かりやすいんだけれども、小さくなればなるほど羽ばたいて、でスズメくらいになってくると今度は逆にね、数秒だけパタパタパタって羽ばたいてはピューンってその推進力を維持してしばらくね羽畳んで飛んでいくんだけれども、ポーンって打ち出されるみたいな感じにねなっていくんだけれども、まあやっぱね、体重って大きいよ。そういう移動方法に与える影響めちゃめちゃでかい。必ずしも中間化石が見つかるとは限らないから進化の実証は難しい。いやほんと難しい。僕らね、何か仮説を立ててそれが支持されてもね、はい証明できましたとは絶対に言わないように気をつけてるからね。実証とか証明とかっていう言葉は使わないんだよね。仮説が支持されましたっていう。アホウドリとか架空のプロですしね。はい。そうだよね。アホウドリ長時間滑空できるって。なんかもう、アホウドリがそうだったか覚えてないんだけれども、もう地上にいる時間よりも圧倒的に滑空してる時間の方が長いみたいな動物いるよね。進化途上の形態にメリットない。まあ、それは進化途上をどこに捉えるかだよね。例えば人類今適応圧かかってないからあれだけれどもさ、人類もこの先ね、どんどん頭がでかくなっていくなりなんなりあるのかもしんないけれども、知らんけれども、じゃあ今の形態にメリットがないかって言われると、まあすでにあるからね。コンドルやワシやタカは風の力で上昇気流に乗って飛んでる。そう。ある程度でかくなっていくとね、そういう上昇気流の恩恵を受けられるからね。受けやすくなるからね。小さくても受けられはするんだろうけれども、多分それよりも羽ばたいて飛んでいく方が楽だったりはするんだろうね、小さいと。逆にハチドリのホバリングとか翼が人間の目で追えませんもんね。ハチドリは頭おかしいよね、あいつらね。すっげえよな。アマツバメの仲間だったから寝ながら飛ぶ。マジで。へえ、そうなんだ。いや、一部の動物の進化ってマジでやばい。イルカとかもそういう風に言うしな。ザンネコタマさんいらっしゃい。ありがとうございます。やっぱ人類には適応圧ないんだ。いやまあ、ゼロではないし、地域によってはあるだろうけど、日本人にはないんじゃない今のところ。野生環境下だったら確実に死んでるよな、この人みたいな人生きてるから。まあ、あれだな。どっちかっていうと今は、あれだ。お金持ってない人の方が生き残る。リニエージ的にはね、生き残るみたいな進化はしてるかもしんないね。富裕層というか、富裕国っていうのかの方が少子高齢化になってるからね。途上国の方が子供たくさん残ってるから、そっちの遺伝子フローの方が大きいだろうね、きっとね。渡りをする鳥の一部は半球睡眠ができる。へえ、やっぱそうなんだね。ハチドリとかね、あの辺はほんとすごいよな。なぜああまでして蜜を飲みたかったんだ。どっかのタイミングでもう逃げられなくなったんだろうね、多分ね。
もうああいう花たちが絶滅したらもう絶滅するしかないでしょ、あの辺のグループって多分ね。アメリカ人が糖尿病に耐性ついたように医療に頼れなくてたくさん自然淘汰されたら人間も悪いわ。へえ、アメリカ人糖尿病に耐性ついた？糖尿病って明らかにこっちの人の方が日本人より多い印象なんだけどな。違うのかな。人間も寝ながら仕事できるように進化してほしい。本当か？したらお前寝ながら仕事させられるぞ。その生活本当にお前が望むものか。あ、寝ながら仕事できるんだったら、休憩時間いらないよねつって。僕は寝るのそれなりに好きだけどな。半球睡眠ってイルカとかがする睡眠法。もう僕それテラフォーマーでしか知らないからね、細かいこと知らねえんだよな。はい。あとね、この翼竜で一応ハイライトされてたのが胸骨だね。まあさっきね、ちらって出てきたけれども、竜骨突起の話とかの時にね。まあ、ただちょっとね、写真がなくって、実際どういう形してたのかが僕には分かんなかったんだけれども、多分この中に写ってはいるんだろうけれども、それがどれなのかいまいち分かんないんだよな。まあ、とりあえずね、この胸骨、特徴としては薄いハート状っていう風に言ってて、まあ、薄いので、あんまりにもでかい筋肉はつかなかったんじゃねえかな、という風には言ってるね。ただ、このハート状っていうのがね、なんか、筋肉、まあ、なんだろうな、物理のお話なんだけれども、同じ筋肉量、そして同じエネルギー量、筋肉が生み出す力の量だったとしても、その筋肉がね、どっちの向きについてるかによって、その筋肉がどれだけ効率的にエネルギーを伝えられるかっていうのは変わってきて、そういう意味ではこのハート状の胸骨、胸の骨は、エネルギー伝達効率は高かったのかもしれないって言ってた。けど、まあ、ね、写真がないので細かいことはちょっとわかんないです。ということで、まあ、この綺麗な頭がね、残ってるので、頭のね、筋肉なんかも復元してみましたっていう風にこの論文ではやってて、細かいことはね、僕もちょっと難しいんで説明しないんだけれども、頭の筋肉ってね、基本的にはね、こう、なんだろう、こめかみってわかるかな？こめかみ。めちゃめちゃ硬いステーキをずーっと噛んでると、痛くなってくる頭のね、横の、まあなんだろうな、目の上の側面くらいなんだけれども、そこにつく筋肉と、あとは、まあ、なんて言うんだ、口外部って言うんだけれども、まあこのね、鼻の下くらいですよ、翼竜でいうところの。この2つ大きく分けて、このこめかみの部分と口外部の部分、この2つにね、筋肉分けられるんだけれども、顎の筋肉ってね、このこめかみ側の筋肉が結構ちっちゃくなってるんで、この口外部の方の筋肉がその代わり随分とでかくなってるなっていうのがこの研究では分かりました。このテリゴイドっていうんだけどね、この骨が随分と大きくなってるっていうことでそれが示唆されたみたいだね。で、じゃあ何のためにっていうのも変な言い方なんだけれども、こんな大きな筋肉を維持してたのかっていうと、うさおよりさんおはこんばんは、ぴょんぴょん、高評価ありがとうございます。まだの人ね、高評価ぜひぜひポチッと押してくださいね。はい、ありがとうございます。で、この大きな筋肉を使って何をしてたかっていうと、まあもちろん、食べるために使ってましたと。これね、このダークっていう翼竜の歯、残ってる部分を拡大したところなんだけれども、結構ね、エナメルがね、摩耗してると。まあ、つまり歯が削れてるっていう風にこのね、論文では解釈してるんだよね。ので、この削れた歯っていうのが、まあ、おそらくは硬い餌資源を食べてたということを示すんじゃないかっていう風に言われてます。抗菌の方が発達してるからあまり大きく口を開けずに食べ物を噛んでた。まあそれはそこまでわかるのか？どうなんだろうね。歯が削れてる。歯は結構削れるよ。まあ僕らも毎食ごとに歯は削れてるし、再生してるだけでね。
まあ、動物において歯が削れること自体は珍しくないんだけれども、まあ、結構摩耗度合いが高いっていう風に言ってるね。かなり強い力で噛んでそうっていう風にこの論文でも解釈はしてた。ただ、何を食べてたかまでは言及してないあたり、実に慎重な論文だなっていう風に思ったね。まあ僕ね、論文読むときにね、チャット GPT とかのね、ヘルプを得て読むこと多いんだけれどもね、あいつらに要約してってやったらね、なんかね、カニとか食ってた可能性がありますとかって勝手にね、足してくるんだよね。はい、ふざけんなーと思って、元々の論文読み返して、逆にちょっとこの論文はね、AI に頼ったおかげでね、読むのに時間かかった。嘘ついてくんじゃねえよって思いながらね、フグ刺しでも食べてたんかな。よう生きてたな、こいつ。AI ね。まあ、しっかりと、昨日はだから結構その AI の調教に時間使ってたな。おかげでなんとなく、ちゃんと正しく論文要約してくれるように、設定できたような気はするけれども。要約もよしあし、そうなんだよ。わかりみそうなんだよね。まあ、ほんと。早とちりしがちだからその姿勢見習いたい。まあ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 、しっかりとね、あいつら面白くなりそうな方向に勝手にな、創作足してくるからな。カニである必要性、全くだよな。ほら、変なところつけたんだってね。カニは美味しいから仕方ない。まあ、気持ちはわかる。なんか、アラスカ調査してた時にさ、野生のキツネがカニ食っててさ、すげえ羨ましかった。何の話はい。それってあなたの感想ですよねみたいな。僕それね、昨日腹立ちすぎてチャット GPT に言ったわ。それってあなたの感想ですよね。論文には書いてないですよね。どうしてそんなことを勝手に足したんですか？それがあたかも真実であるかのように言ったんですかつってすっげえチャット GPT 相手に詰め寄ってた僕。AI 相手に何やってんねんってな。けど言いたくもなるんだよ。なんかさ、意識だけ高い真面目、なんだっけ、真面目系クズみたいなさ、答えしてくるじゃん、AI って。申し訳ありませんでしたとか言ってんのに、全然反省しねえしさ、あいつら。じゃあ次はもう二度とやらないでねとか言っても絶対繰り返してくるしさ、学習能力ないんですかっていう風に、はい、AI 詰めてた昨日。はい。というわけで、翼竜の初期進化でございました。まあ、首の骨の特徴とかね、もっと後の時代の翼竜の特徴を持ってたりするらしいんだけれども、それに関しては、この論文では、まあ、もしかしたら修練的な進化だったのかもねっていうふうに言ってますと。で、まあ、当たり前だけれども、もっとね、似たような時代からどんどん新しい標本が出てきたら、もしもね、さらにいろいろと新しいことが分かってくると思うんだけれども、まあそのためのね、パイオニアとして非常に重要なデータを足してくれる、標本、そんな重要な研究でしたというわけで拍手。はい、ヤラクトさん、こんこちいらっしゃい。大丈夫、まだ1本目だよ。ね、というわけで、この論文ね、面白いな、勉強になったなと思ったら、チャンネル登録、高評価、まだの方はよろしくお願いします。と。はい。ねえ。実はね、こういうような、まあなんだろうな、翼竜は僕も詳しくはないからね、結構ね、答えられない質問なんかはスルーしちゃったりはしたんだけれども、まあ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 、詳しくないからこそ、もしかしたらこうだったんじゃねみたいなね、そんな話もできてね、そういう意味で盛り上がれたりしていいよね。僕が知らない論文を紹介するのも。これあくまでね、雑談配信でございますので、はい。今週出た論文をネタにした雑談配信でございますのでね、これ、はい。という感じで、その辺の説明もね、最近するのを忘れることが増えてきたけれども、じゃあ、次のね、論文はどれにいたしましょうか。残りはね、中国南部初のランビオサウルスアカ。まあ、ハドロサウルス類っていうね、僕が専門にね、研究してる分類なんだけれども、それのうちのランビオサウルスアカっていう、まあ、サブグループだね。それが初めて見つかりましたよっていう論文と、あとは鳥類の進化研究200年と、まあ、恐竜研究がね、2024年で200周年を迎えたんで、それに合わせて、
この、鳥類のね、進化がどこまで今分かってるのか、それをまとめましたという論文があります。じゃあ、どっちを見たいか、投票開始。翼竜の進化も興味深い。そうだね。翼竜面白いよね。面白いけれども、僕は絶対手出さないけれどもね。強火の人多いんだ。なんだったらティラノサウルス並みに強火の人多いからな。はい。では見ていきましょうか。ランベオサウルス、次は鳥、ランベオ、鳥、鳥。ランベオを鳥にっていう方もね、たくさんいてくれたけれども、僕ちょっと正直ね、先にランベオできそうで、安心してます。はい。じゃあ次、ランベオ行ってみようか。コチルイさんには申し訳ないけど、鳥類進化。大丈夫。僕先にランベオやりたかった。はい。じゃあ中国南部初のランベオサウルス赤行ってみよう。はい。The first occurrence of the dark-billed dinosaur tribe Lambeosaurini in South China というわけで、はい。まあさっきから何度も言ってるな。南部のね。ごめん、水飲んでる。中国南部から見つかった初のランベオサウルス赤という論文でございます。はい、拍手。ランベオサウルス赤に拍手。もうこの段階で拍手させておこう。というわけで行ってみようか。はい、ランベオサウルス赤とはそもそも何ぞやっていうことで、南部初ってことは北部にはいたということですか。いい質問だね。まあね、後でも出てくるんだけれども、中国北部、あとはロシアの方からは結構出てて、まあ有名どころみんなが見たことあるかもしれないのとしては、オロロティタンとかっていうのがあるかな。福井のね、恐竜博物館では展示されてるはず。ファーストは入れたかったのだろうか。まあ入れたかったんじゃないか。僕らはよくやるよ。そういう風にタイトルにファーストはね。まあインパクトを上げるっていうのは重要です。意外にも中国南部初。そうなんだよね。まあ南の方ってあんまり化石出てない印象かな。少なくとも白亜紀後期はね。で、このランベオサウルス赤っていうのがどういう恐竜なのかっていうのを改めて説明させてもらうと、まあ白亜紀後期、恐竜時代の最後の方に生きてた植物を食べてた恐竜のまあ一種だね。で、まあハドロサウルス類っていう世界中で大繁栄していた、マジで北極から南極までどんな場所にも住んでた恐竜の一部です。オーストラリア大陸からはまだ見つかってないんだったかな。けどほんとね、あとインド亜大陸か。インドね、当時は一つの大陸だったから、だからインドとオーストラリア、この2つからはまだ見つかってないんだけれども、それ以外のありとあらゆる大陸に住んでたという、多分恐竜史上最も繁栄したグループの一種かな。で、その中でも、まあ、非常にね、特徴的な頭のこの装飾、我々はトサカと呼ぶ構造を持ってて、そう、恐竜界の支配者でございますよ、こいつらはね。このトサカを持ってることが、非常に特徴的なグループと。で、めちゃめちゃたくさん見つかってるのもそうなんだけれども、大人から子供までたくさん見つかってて、このね、さっき言ったトサカがね、子供の頃は小さく、で、まあ、ティーネイジャーくらいになってくると、まあ、中学生くらいかな。いや、下手すれば、ローティーンだな。10歳くらいかもしれん。人間で言うとね。で、ちょっとぴょこっとトサカが出てきて、まあ、ティーネイジャーくらいになってくると、しっかりとしたトサカが発達したというような、成長の流れまでしっかりと分かってる、まあ、珍しい、非常に研究の進んだ恐竜だね。南極から化石が出てたらオーストラリアにもいたのでは、まあ可能性は高いんじゃないかな。単純にまだ見つかってないだけっていう可能性は全然あると僕も思ってる。もうちょっとね、前の時代のイグアノドン類とかはね、オーストラリアからもたくさん出てるから、まあ時間の問題じゃねえかな。見つかるの。子供の化石かわいい？いや、分かってんじゃねえか。センスあるよ。センスいいよ。で、このトサカなんだけれども、実は中身が空洞で、これ鼻の穴ね。
この鼻の穴からピューッと管になってて、こうやってね、空気がこういう流れで、こう前から通って一周ぐるっと回って、実はもうちょっと複雑にぐねぐねって曲がった後で肺の方に入っていくっていう、そういうね、システムを持っていることが分かっております。中身詰まってたら重いだろうな。確かに結構でかいからね。まあこうやってね、エアフロー、空気の流れがあることによって、まあいろいろな説がね、提唱されてるんだけれども、今広く受け入れられている説としては、これをね、この管を使って、まあラッパだったりトランペットみたいな感じで、自分で、まあ喉なのかな、胸なのかな、ちょっとこの恐竜の場合ちょっとわかんないんだけれども、出した音を共鳴させて、音をね、調整するっていうような役割を持ってたと考えられています。地味に知らなかった？イエーイ。何か学びになってるんなら嬉しいわ。そう。こうやってぐねって曲がってるんだよ、実は中。音を大きくしていたっていうよりもね、多分ね、音の高さを調整してたんだよね、これ。レゾリューション違うな。なんだっけ。音程の調整だね、これね。基本的、まあ、非常に単純化すると、管の長さと幅で音の高さっていうのは決まるらしいので、まあそういうようなことをしてたんだろうと。で、このね、そう、周波数、それだ。そう。笹みたく鳴き声が笹っていう字これ、わかんない。まあ、管楽器。で、なんだっけな。まあ、あとはね、脳みその研究によって、脳みそというか三半規管の研究によって、一応、その動物のね、過聴域っていうのがね、なんとなくわかるんだけど、笛かそういうことか。笛というよりも、笛は管楽器か。笛って管楽器なのかあれ。なのかな。じゃあそういうことなのかもしれん。ランビオサウルスアカの脳のキャスト化石見つからないかな。まあ、脳のキャスト化石、ランビオってないかもしかして。ハドロたくさんあるんだけどな。まあ CT で結構、見つかってて、これなら物理的に再現できそう。多分だけどね、パラサウロロフスかなんかだったら再現してる博物館あるんじゃないかなっていう気はするよね。パラサウロロフスに関してはね、確かワイシャンペルあたりがね、80年代とかに似たようなことやってるんだよな。で、なんだっけな。そう、脳みその研究、三半規管の研究の方から、過聴域はなんとなく分かってて、で、その過聴域、どっちだっけな。大人が出す、どっちだっけな。確か大人が出す音の、違う、子供が出すと、どっちだっけな。逆かもしんね。大人が出す音がギリギリ子供が聞こえるレベルだったとか、子供が出す音がギリギリ大人が聞こえるレベルだったか、もしくは両方だったか、ちょっと思い出せないんだけれども、そういうような傾向があるっていうことは、研究でね、示されてて、2009年だったかな、これ。なので、まあ、そういうよう、子育てにもしかしたら使われてた可能性もあるくらいのね、ことまでは言われてる。この間地上波でパラサの鳴き声再現が流れてた。マジで僕もやったよ。うわーっつって。もうちょっと低いな。結構低いんだよ、パラサウロロフスの声。音程変えてコミュニケーション取るのに使われてたら熱い。ねえ。長さは変えられないから、まあ、管の中のどっかのタイミングでどっかを絞るくらいができたらね、多少音程変えられてたかもしんないけれども、どうなんだろうね。わかんない。300Hz 聞いたら結構高い音。そう何ヘルツって言ってたっけね。なんか60とかだったような気がするんだよな、こいつらのな。パッと論文出るから調べてみるか。なんかね、ダメだ。フリーズした。まあいいや。まあそんな感じのね、コミュニケーションができるだとかっていうふうに言われてて、まあ子育てとかもやってたかもしれないって言われてるような恐竜がこのランビオサウルス類です。
お母さんトカゲっていう名前のついたマイアサウラって恐竜がいるんだけれども、あいつらよりも子育てレベルは高かったんじゃねえかなっていうふうには思ってるね。実はね。マイアサウラ、まあ子育てはまあ知ってた可能性は全然あるんだけれども、卵のね、大きさとか見てるとね、そういう子供により大きなね、コストをかけてただろう動物っていうのはね、どっちかっていうとランベオサウルス赤なんだよな。そうだね。大人のハイパクロサウルスの、過聴域というか、まあ、一番聞き取りやすかったであろう音が 80Hz だね。相当低いな、これ。うん。恐竜って子育てするのまあ、ものによってはしてたんじゃない？オビラプトルとかその辺はしてた可能性が結構高いんだろうね。ハドロがしてたかどうかはまだ確定ではないんだけれども、まあしてた可能性はそれなりにあるんだろうなっていう感じかな。うん。社会性高そう。比較的って感じね。マイアサウラとヒパクロサウルス。マイアサウラがハドロサウルス類。ヒパクロサウルスがランビオサウルス類なんだけれども、この2つの卵の大きさ比べると、ヒパクロの方が圧倒的にでかくって、そうすると圧倒的にでかいのと一個一個の数が少ないので、そうすると卵一個一個にね、コストをかけて育てた方がメリットでかいよねっていう風にはなるっていう話。うん。あくまで相対性の話だね。そう、少数性っていう感じかな。はい。乱病で時間使いすぎてるな。はい。じゃあ、まあ、これがね、まあ、ランベオサウルス赤がどういった動物なのかっていうようなね、話なんだけれども、今回見つかったのはね、中国南部から見つかったやつで、南部ってマジで南部なんだよね。結構南の方。で、これは、ダーランシャンフォーメーションっていう地層で、恐竜時代の最後、マーストリシアンっていう時代から見つかったっていうふうにこの論文ね、書いてあるんだけれども、なんかね、昨日ちょっと別の論文読んでたら、この論文のサポートを探しながら別の論文読んでたら、このダーランシャンフォーメーションって、実はズーシアンフォーメーションっていうのと一緒で、アッパーカンパニー、もう一個前の、もう一個古い時代の地層じゃねみたいなことを言ってる論文があって、じゃねっていうか、まあそうだよねっていうふうに、2005年くらいの研究でそういうふうにされてるよねって言ってる論文があったんで、ちょっと時代がどっち正しいのか、正直わからん。正直わかんないんだけど、まあ恐竜時代の最後の方だよっていう話。で、別の有名どころ、さっきもね、ちらって出てきたけれども、ランベオサウルス類の中だと、オロロティタンっていうのが、まあさっきも言ったように、福井にもあるやつで有名どころで、あとはカロノサウルスっていう、まあちょっと写真用意するの忘れてたんだけれども、パラサウロロフスっていうね、非常に有名なハドロサウルス類がいるんだけれども、頭の後ろにね、魔人ブーみたいなトサカがついたやつがいるんだけれども、グニャーってなる。うん。そういうようなやつの仲間もいましたと。ごめん、ただカロノサウ、あれだな。これは全部北の方だな。もしかしたらロシアのやつも入ってるかもしれない。アジアの方のランベオサウルスってことでね、僕ちょっと一緒くたで覚えちゃってるから、あれなんだけれども。そうそう、パラサウロロフスのそっくりさんだね。あとはな、アムロサウルスっていうのもいて、これね、サハリアニアっていう別種もいたんだけれども、もともと。なんか最近、同種扱いになったっぽいね。まあ、言われてみればブーと同じ。そうでしょ、そうでしょ。そう。カムイやヤマトと同時代くらい。そうだね。まあ、もしかしたらもうちょっと古いのかもしれないんだけれども。うん。パラサウロロフスより少し大きかったんでしたっけ？どうだっけな、ちょっとわかんないな。カロノサウルスの話だよね。ただパラサウロロフスもね、もっとでかいの見つかったりしてて、有名なやつに比べてね。結構ね、大きさのばらつきはあるかもしれない。うん。例え上手？ありがとう。わかりやすいでしょ、魔人ブー。アムロサウルスとサハリアニアってね、もともとね、
中国とロシアの川の両岸から見つかったやつらだったからね、こいつら同種なんじゃねえのかな、まあ見たことないからわかんないけどって思ってたら、2022年くらいにね、同種されたね。で、これがね、アジアのランビオサウルス類として有名どころなんだけれども、このダーランシャンフォーメーション、もしくはルーシアンフォーメーションから出てる他の恐竜としては、ティラノサウルス類の歯とかも出てるらしいんだけれども、状態がいいものというと、このヘユアニアっていうオビラプトロサウルス類だね。これは全身骨格が出てたりして、実は、この論文僕、あれだね、去年、なんかかなり初期の方の、この、今週の古生物ニュース配信で一回紹介してるんだよね、これ。オビラプトロサウルス類の手首の進化みたいな、そういう話をしてるんで、なんだったらね、そっちも見てほしいんだけれども、こういう非常に状態がいい化石も時折見つかったりするようです。この地層ね。ただ今のところさっき言った、ティラノサウルスとこれと、あと今回見つかったランビオサウルス類くらいしか見つかってないんじゃないかな、恐竜だと。全身骨格ほぼ揃ってるのすごい。ほんとそうなんだよね。頭はあるんだったかな、この辺とか頭かな、もしかしたら。ちょっとわかんないけれども。いや、ただの経肋骨かな。ね。南部って恐竜のイメージなかったけど出てるんだな。いや、ほんとそうなんだよ。基本的に北部っていうイメージの方がね、強かったんだけれども。はい。で、今回見つかったランビオサウルス赤については、ちょっと写真見せらんないんだけれども、図見せらんないんだけれども、どういった部分が見つかってるのかっていうのを、このね、コリトサウルス・インターメディウス君を例えに出していくんだけれども、はい、腰の骨の一部。この腰の骨のこの部分、こんくらいかな、こんくらいと、背骨が2、3個。肋骨いい感じのが1本と、破片がいくつかかな。あと、膝のあたりと、前足。という感じで、ランビオサウルス赤なのはいいのかもしんないけれども、ちょっとね、わりかし不完全な化石でした。はい。写真を見て、論文読む限り、この腰の形からランビオサウルス赤っていう風にしてるみたいなんだけれども、不完全なんで、多分ランビオサウルス赤なんだろうけど、追加標本があったら欲しいなっていう感じ。そう、頭は出なかったね。だからね、頭部全然発見されてないです。かけらもないです。で、今言った、この腰だったりっていうのも複数個体のものだから、そう、断片的に発見されたんだよね。だから名前ついてないんだよ。頭とか出てたらね、新種として名前つけて報告されてた可能性は高いだろうなって感じなんだけれども。ただ背骨がね、背骨がめちゃめちゃこの背骨、突起いっぱいあるでしょ。この突起がめちゃめちゃ長かったんで、ランビオサウルス赤であるとは言っていいんじゃないかなって。この突起が長いっていうのは特にね、ヒパクロサウルス、北米の、そいつの特徴で、他だとあんまりいないんだよね。ただヒパクロサウルスと直接対比するためには別の骨が必要で、その骨、正確に言うと、この突起がある部分と、その背骨の本体、ディスク状になってる部分、それの大きさの対比でヒパクロサウルスが定義されてるから、ちょっとそっちまでちゃんと残ってないんで、なかなか難しいっていう感じなんだけれどもね。今さっき言ってたオロロティタンとかの標本と見比べ中といったとこですかね。いや、もうこれの研究は終了してんじゃねえかな、多分。勘だけれども、この標本からさらに情報を引き出そうとするっていうことはしてないと思う。多分ね。マジでランビオサウルスの仲間くらいしかわかんないし、僕はね、腰の形よりも背骨の形の方がランビオサウルスって言いやすいなって思ったけれども、正直今後ね、追加標本が同じ場所から見つかって同じ特徴を持ってたら、この分類がひっくり返る可能性は全然あると思う。多分大丈夫だと思うけれどもね。そう、新しい化石待ちっていう感じかな。ただ、やっぱり最初の発見ってそういうもんだからね。
イグアノドンも最初は爪で始まったし、メガロサウルスも下顎から始まったしっていうことで、まずはこういうところからいい化石が出る、ハドロサウルス、ランベオサウルス赤の可能性が高いものも出るっていうことが分かったっていうことが素晴らしい研究だなと思います。はい、拍手。今後の研究に期待しましょう。というわけで、はい、素晴らしいランベオサウルス赤。勉強になったなと思ったらチャンネル登録、高評価、ぜひぜひよろしくお願いします。そう。今までね、いなかったとされたところにね、可能性が出てくるっていうのはね、非常にいい。もうちょっとね、南から出てきた意義みたいなのがね、論文でディスカッションされてるかなっていう風な期待をして見てはいたんだけど、その辺はね、そこまで詳しくは書かれてなかったね。タイトルで南部初って書かれてるからさ、もうちょっとその辺の議論あるのかなって思ったんだけれどもね。そこはまだまだこれからなのかもしれん。アジアと北米の対比みたいなのは書いてたんだけどね、南部の特徴が知りたかった。今の中国治安悪い。いや、それはどうかな。あんまり僕の口からは言わないけれども。北京の方でね、働いてる友達とかね、全然普通に過ごしてるけどね、日本人だけれども。はい。というわけで最後何が聞きたい？もっぺん乱病言っとく？乱病の話できるの何があるかな？さっきのね、60Hz っていう話したような、80か。ベストヒアリングが80なんだけれども、聞こえる上限は 1200Hz くらいまでは聞こえるみたいなことも書いてあるんで、その間のどっかなんだよな。乱病。この大人のね、ヒパクロサウルスが聞けるっていうのは。これ種類によってもある程度変わってくるのかもしんないしね。その辺はね、もうちょっと網羅的なね、話が聞けると、研究がね、いずれされると楽しみだよね。おかわりありなんだ。いや、基本はなしで。鳥類進化聞きたい？鳥類進化やる？しゃあねえな。鳥類進化行くか。ね。図鑑に乗ったらどんな頭にされるのかな。時々ね、あるよね。お前ほんまによくこの恐竜図鑑に載せようと思ったなみたいなの時々あるからね。とにかく何百種も載せたいんですみたいな出版社側の意向なのかなって勝手に思ってるんだけれども。じゃあ鳥類の話すっか。みんな鳥類の話聞きたくてしょうがないみたいだからな。しょうがねえ。してやるか。はい。拍手でお迎えください。鳥類進化研究200周年イエーイ When's the birth? 200 years of dinosaurs, avian antecedents。そういうタイトルだったんだよね。アンティシーデンツっていうのは多分ご先祖様をかっこよく言ったらこんな感じになるんだろうね。はい。じゃあ、はい。2024年はね、恐竜研究200周年でした。そのね、スペシャルボリュームが2025年の頭に出たのはちょっと面白いなって思ってるんだけれども、200周年おめでとうございます。イエーイ恐竜万歳。はい。メガロサウルスだよな。さっきから僕何度もメガロドンって言ってるような気がするな。っていうね、最初の恐竜がね、正式に名前がついて見つかったのはもうちょい前なんだけれどもっていうのが、1824年だったんで、そこから200周年と。でその中でもね、たくさんのね研究がされてきました。いろんなね面白い研究、新事実が分かってきましたが、その中でも特にやはりね、恐竜から鳥類に進化したっていうことこそがね、生物の理解の生物進化の根底を変えた最大の成果であるということで、この論文というか、なんだったらそういう鳥類進化、全体をいろいろとね、論文シリーズとして出しましょうみたいなのがね今起きてて、この雑誌でね、そのうちの1本だねこれ。他にもすでに2本くらい出てて、この年に合わせて出したかった論文なんですかね。多分そうなんだよね。他にも2本くらい出てて、恐竜の
まあ、どんどん鳥に近づくにつれての恐竜の成長と、繁殖かな、繁殖と成長っていうレビュー論文も出てて、それね、ちょくちょく僕 X のスペースで読んだりしてるんだけれども、のと、あとなんだっけな、鳥の脳だったかな、鳥の脳の進化っていう論文も出てたような気がする。それ僕まだ読んでないんだけれどもね。で、なんか羽毛の進化の論文も出るとか書いてたから、まあ、しばらくね、この辺のトピック、多分来週、再来週とかにかけて、どんどん出てくるんじゃないかなっていうふうに思ってるんで、興味ある人は注目しておくといいと思いますと。で、このね、まあ、特にここ数十年で、鳥類らしさの理解っていうのがね、どんどんと深まってきましたよと。まあなんでかっていうと、どんどんね、新しい化石が見つかって、やったーっていう感じなんだよね、要はね。どんどん新しい標本見つかり、化石が見つかり、それによって新しいことが分かってきました。あとはあれだ、解析技術もどんどんとね、向上してるから、マイクロ CT スキャンとかがね、どんどん手軽に使えるようになってきたし、最近だとシンクロトロンもね、わりかしカジュアルにね、まだまだカジュアルとは言えないけれども、シンクロトロンもね、ハードル下がってきてるから、そういうのを使ったね、解析なんかもね、一体どんな感じにね、サイエンスに貢献してくるのか、生物学に貢献してくるのか楽しみではあるんだけれども、そういうような新しい技術だったり、手法だったり、標本だったりによって、まあ、いわゆる鳥類らしさっていうのがね、どんどんと分かってきましたよと。特にこの論文で取り上げてるのは、まあ、大きくなったの、動く口蓋、まあ、動くくちばしだね、いわゆるね。それに、胸体の進化、まあ、肩だね。と、あと体骨格の眼器化。まあ、体中の骨の中にね、肺が拡張していきましたと。肺まあ、そう。マイクロ CT スキャン、そんなものもあるのか。すごいぞ、今。マジで。ほんとね、テーブルトップのね、まあ結構でかいとはいえ、大きめの机に乗るくらいの大きさの機械で、CT スキャンがね、めちゃめちゃ高精度の CT スキャンがね、かけられたりね、するんだよな。そう。鳥類意外と頭いいと分かってる。そうなんだよね。それが一体どういう風に進化してきたのかっていうのが僕ら生物学者は気になるところなわけでございますよ。その頭の良さみたいなのがね。進化の過程知りたいよね。ということで、これまでのね、ここ数十年の研究結果を全部まとめてくれたのがこの論文で、それをさらにギュッと濃縮したのがこの配信でございます。というわけで、まあ、鳥類の脳、一体どんな特徴があるのかと。まあこれね、哺乳類と同等くらいには性能が高いっていう風にされてて、まあそれはね、認識能力だったりとか、まあいろいろなんだけれども、ただ、哺乳類とはね、全く違う進化を遂げてます。哺乳類の脳って、あいつら基本的に負け組だから、哺乳類ってね。夜の暗闇をこそこそとね、隠れ潜むしか脳がなかったのが哺乳類という連中でございますから、陸上の王者はね、昼間の王者は恐竜だったわけですよ。はい。恐竜こそがキング。哺乳類は負け組。なので、哺乳類はね、基本的に夜の暗闇を生き延びるために進化しました。ので、人類も哺乳類なんだから、だから負け組だよ、要は。鳥の方が種類多いだろうが。ので、基本的にこいつらの哺乳類の脳の進化って、嗅覚とかね、そっちの方を発達させる。嗅覚と触覚だね。皮膚の感覚と、匂いを発達させることによって、二次的に脳が大きくなっていったんだよね。哺乳類に対して厳しすぎる。恐竜研究者でございますからね。そう、目に頼らないっていうこと。まあ目もね、夜行性っていうことでね、頑張ってはいたんだけれども、無理に夜に見えないものを見ようとするよりは、昼だろうと夜だろうと関係なく、どうにかなる、鼻と体の触覚と、あとまあ音とかもだろうね。そっちに特化していった方がコストが低かったんだろうね。なので、哺乳類の大脳って基本嗅覚ベースで発達してるんだよな、確か。逆に鳥類は、まあ、地上のね、昼間の王者の、恐竜の子孫だからこそ、目に頼って
目に頼って脳が発達していきましたと。この緑の部分がね、中脳っていう風に、哺乳類とかではよく言われるし、多分正式名称もそっちなんだろうけれども、鳥類の脳とか恐竜の脳を研究してる人たちは、ここをね、なんだろう、オプティックローブって呼ぶんだよね。だから、オプティックって視覚とか光とか、まあ、目とかっていうそういう意味なんだけれども、基本的に目から得た情報を処理するために脳が大きくなったみたいな側面があるらしいね。僕もあんま詳しくないんだけどね。哺乳類は感覚器官を発達させたということ。まあ目も感覚器官だからそうなんだけれども、発達の経路がね、違ったみたいだね。鳥類は目が先で、哺乳類たちは、鼻とか皮膚が先と。ただまあ脳のね、能力が高くなってくると、処理能力が高くなってくると、結局目ってめちゃめちゃ便利だし、哺乳類のね、時代が来てからは結局光の下生きてきたから、高くなったその処理能力を使って、じゃあ目も便利に進化させていこうっていうことになって、結局ね、現代の人類の目って、哺乳類とか爬虫類とか、まあ脊椎動物全体で比べてもかなり高精度なものなんで、能力が高いものなんで、まあ経路が違うってだけで最終的にはね、能力的に劣るもんではないんだけれどもね。まあちょっと話が盛大にそれてるんだけれども、はい。というわけで、この鳥類のね、の特徴としては、まあ大きく球状な形をしてると。あと、屈曲してる。ここでカクンと曲がってるっていうね。この2つが、鳥類の特徴。耳は優先度低いんですね。僕がそこまで詳しくないだけっていうのはある。話半分に聞いといて。一応言ってることの、大筋は間違ってないと思うんだけれども、耳もあったとは思うんだけれども、僕が聞いた話だと鼻だったっていうだけ。はい。で、この曲がってるのは重要なポイントなんで、覚えておいてください。はい。で、こういったね、特徴を持って、高い認識能力とかを持ってることは、飛翔、やっぱさ、空中でね、バランスを取ったりとか、そういうのに必要なんで、飛翔の起源になったりとか、あとは大量絶滅を生き残るね、重要な要因だったんじゃないかっていうふうに言われております。じゃあそんな素晴らしいのがね、どうやって進化してきたのかっていう話なんだけれども、幸い、鳥類において内頭蓋形状、字違うな。形状。今後ずっと、さっきの感じになってると思うんだけれども、まあ要するに頭の骨の中身の形はほとんど脳の形と一緒ですよっていうことが少なくとも今生きてる鳥類においては分かってるんだよね。まあ、恐竜がそうだったかっていうと結構怪しいんだけれども、まあ、ある程度そうだった可能性は高いだろうと仮定して、恐竜のね、まあ、少なくとも獣脚類、鳥類の直接的なご先祖様であっただろうって言われているような、オビラプトロサウルス類だの、トロオドン類だの、始祖鳥だの、その辺はまあ、ある程度ね、脳の形反映してるだろうっていうことで、脳みその、まあ、頭の骨の中身の形と、鳥類の脳みその形を比べて、その進化を追っていっています。めっちゃたくさんこういう論文が出るね、毎年ね。で、それを進化の流れに沿って見ていくと、まず始祖鳥。これはね、実はまだまだ恐竜型だったと。一番最古のね、鳥とかって言われてるけれども、まだ、大脳と小脳の肥大化。これはね、大きくなってはきてるんだけれども、まだまだ限定的だし、今生きてる鳥類に比べたらね。まだ脳みそもね、途中でカクって曲がってませんよと。で、もうちょっと進化が進んで、エナンチョウルニス類っていうね、原始的な鳥類になってくると、かなり頭の形はね、鳥類にかなり近くなってくるんだけれども、脳の形はまだどっちかっていうと始祖鳥に似ておりますと。で、いわゆる現代型の鳥類のね、脳と同じ形になった時代とかタイミングっていうのは不明なんだけれども、化石記録として一番古いのはセレバビスっていう化石鳥類がいて、これがね、だいたい1億年くらい前のロシアから見つかってますと。ただ残念ながら頭のごくごく一部しか見つかってないんで、まあどんな鳥なのかね、よく分かってないんだよね。
この時代はね、ワンチャンね、キジだのカモだの仲間がすでに登場してた可能性があるんで、そっちに入ってくるかもしれないし、そうじゃなくてもうちょっと原始的なね、鳥類の可能性もあるんだけれども、まあその辺はちょっと追加標本が欲しいなっていう感じ。まだわかんない。けれど、まあ時代としてはこの1億年くらい前にね、こういった形がすでに生まれていたということだけは分かってる。脳の形だけだったらね。で、最近の研究だと、ダチョウとかの仲間、化石記録も含めてね、はすでに現代型のね、鳥類に近い形を獲得したっていうふうにもされていて、まあだからこの、本当ね、ダチョウとか、まあスズメとか、そこに至るまでにはすでにもう完成してたから、その直前くらいの形が知りてえよなーっていうふうに、今のね、この恐竜研究者たち、まあ恐竜研究者っていうか、中生代鳥類研究者たちかな。もしくは鳥類研究者たちかな。は、この直前に何が起きてたのかっていうのを結構知りたい感じだね。あと、まあ、恐竜そうだね。始祖鳥からこのエナンチョルニスとかそっちに行くあたりもまだまだちょっと分かってないことがあるかなっていう雰囲気かもね。というのが脳で、この論文4つもテーマあるからサクサクいくんだけれども、次はね、くちばしの進化。まあこれ何ぞやっていう風になるかもしんないんだけれども、原生鳥類ってね、今生きてる鳥類って大抵くちばしを動かせます。まあ特に上顎なんだよね。まあほら、はい。まあズームしても見ればね、一目瞭然なんだけれども、はい。くちばしのね、上側をね、ちょっとパクパクパカーって開けたり閉じたりっていうのがね、すごいよく分かったりするんだよね。そう、上顎。ほんとこの辺面白くてね、なんだっけな、サンドパイプスなんだっけな、シギの仲間か、オオジシギとか、あの辺はね、ほんとくちばしの先端だけね、ちょっとクイックイッって上げたりできてね、そう、めっちゃ面白い構造になってるんだよな、あいつら。なんとなく気になってたけれども、動いてるのは上。そうなんだよね。上側。古代鳥類はくちばしに歯がありました。ヘスペロルニスとかその辺のことだね。多分ね。あの辺はまだ歯あったし、歯は結構ね、あったりなかったりというかね、出たり消えたりしたんだよね。昔の鳥類はね。そう。リンコキネシス。あ、そういう名前なの。僕は結構普通にクラニアルキネシスとかってね呼んだりするんだけれども、恐竜だとそのクラニアルキネシスっていう呼び方が一般的かもしれないけれどもね。でこれは何のためにやってんのかっていうと、物をね掴みやすくするためとかっていうそういうざっくりとした理由はあるんだけれども、そもそもとして前足がねこいつら飛ぶために使われちゃって、なんか細々とした用事ができなくなっちゃったから、前足を使ってね。それを補完するためにこうやってくちばしをクイクイ動かせるようになったんじゃないかみたいなことは言われてます。本当かどうか知んないけれどもね。さすがに前足の方が便利やろって思ったりはするし、逆に後ろ足が鳥はねすごい器用になってたりはするから、コンビネーションなんだろうなとは思うんだけれども。で、この特徴がね、どういう風に進化してきたのか、また恐竜時代から見ていくんだけれども、始祖鳥だと、まだまだ恐竜感が全然強くって、この口外部のね、自分の口の中でさ、舌レロレロしたらさ、顎の上側触れるでしょ？レロレロできるでしょ？その部分です。それが口外部です。この口外部の骨がね、始祖鳥の段階だと結構がっちりしっかりとね、組み合わさってて、まだまだ動かすことはできなかっただろうなっていうふうに考えられています。鳥はくちばしを器用に使う。そうよね。他にね、使えるもんないからな。あと後足くらい。で、エナンチョルニス類っていう、もうすでにね、鳥類なんだけれども、
ただ原生鳥類とは違って、まだ動かせなかったんじゃないかなっていう風にされてるんだけれども、残念ながらね、この辺もね、化石記録がちょっと不完全で、化石はたくさん見つかってんだよ。頭も含めて。たくさん見つかってるんだけれども、残念ながらね、ちょっと前半の翼竜の話題でも出てきたんだけれどもね、全部ぺっしゃんこなんだよね。なので、ちょっと詳細がよくわからない。で、このイクチョウルニスっていうやつに関して、ここまで進化してくると、すごい重要な特徴が見えてきて、エクトテリゴイドっていう骨がなくなって、その骨がなくなったことによって可動域が増えて、郊外のね、運動能力が高まってくると。ちなみにこのイクチョウルニスとかヘスペオルニスとかっていうようなやつらは、イクチョウルニスもまあまあ泳いでたのかな。まあ水鳥で、歯があった分類だね。全然。この絵でもね、若干歯が見えるんだけれども。で、こいつらは一応3次元で、保存されてる頭がいくつか見つかってます。まあ、残念ながら、1個体丸々っていうのはね、ヘスペロルニスで一応あったかなくらいで、イクチョウルニスに関してはもう見つかってる全ての化石をどうにかこうにか3D 構築して大きさとかなんとか調整して合わせて頭を丸々1個頑張って復帰しましたみたいな論文がね、2000年くらいだったかな。これ書いた人だね。この論文書いたのと同じ人によって、書かれてたね。素晴らしい論文でした。アークで厄介な子、そうやね。で、今生きてる鳥の仲間でも実はこのくちばしの可動性に関してはバリエーションがあって、ダチョウの仲間なんかは動かなかったっぽい。古学類ってやつらね。逆にダチョウの仲間以外の、まあ、進学類っていうのかな。スズメだの、ハトだの、キジだの、ダックだからアヒルだの。その辺になってくるとみんな動いたっぽいんだけれども、うん。だからね、このダチョウの仲間が動かないっていうのが二次的にね、このグループだけで動かなくなったのか、もうこのイクチョウルニス以降はみんな動いてたんだけれども、ダチョウたちが動かなくなったのか、それともイクチョウルニスたちと他の鳥類、今生きてる他の鳥類たちが、それぞれ独立してね、こういった特徴を得たのかは、ちょっと今のところわからないっていう感じかな。うん。もともと動かなかった可能性。まあ、進化でね、修練進化って何度も起きるからね、どっちが先だったのかはちょっとわかんないんじゃないかな、今のところ。ここら辺鳥店で詳しく解説されてた。あ、そうなんだ。へえ。なるほど、なるほど。なるほど。じゃあ鳥店の方を信用してください。まあ一応この絵は僕論文からそのまま持ってきてるから、そんな間違ったことは言ってないと思うんだけれどもな。うん。そう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 。はい。と、アヒルとかこの辺はね、みんな動くんだけれどもねっていう話だね。で、そっか、もうすでにね、解説しちゃったんだけれども、鳥の仲間ってね、もうこんな感じでね、めちゃめちゃ状態が良くても扁平に潰れてる状態で発見されるのが多いので、まあ保存状態のね、いい化石が今後も見つかるように、楽しみにしておきましょうと。そう、古い特徴を残してるんじゃなくて、二次的に変化した可能性もある。そう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 。まあそういうのをね、どっちだったのかっていうのを解き明かすためには、まあやっぱ化石記録って大事だよねっていう話で肩に行きましょうか。はい。肩の進化ね。やっぱね、空を飛ぶってなるとね、肩は大事よ。強力な肩は大事。人類で一番空を飛ぶのに近いのはもしかしたら外野手かもしれん。野球のね。ピッチャーかもしれんな。はい。というわけで重要なポイントは、この肩っていうのがどういうふうに重要かっていうと、前足を胴体に接続することと、あとは飛行にね、必要な筋肉が付着すること。この2つやね。で、まあこれもね、時代別に見ていくんだけれども、時代というか、まあ進化の流れ的に見ていくんだけれども、これ始祖鳥ね。始祖鳥の頃は、まだまだ、恐竜型と、羽甲骨っていう、肩ってね、肩の骨ってね、2つの骨からできてて、肩甲骨
っていう、まあ、長い骨と右甲骨っていう比較的短い骨からできてるんだけれども、うん。この右甲骨っていうのが、アーキオプテリクス、始祖鳥の段階ではまだまだ短かったです。この段階ではまだ胸骨もね、ありませんでした。まあ、不明瞭だった。もしかしたら軟骨だったかもしれないっていうふうに言われてる。で、右と左の肩をつなげるこの鎖骨ね。まあ、人間のものとは全然違うんだけれども、鎖骨は V 字状でしたと。まあ、鳥のこのね、肩ってさっき言った肩甲骨、右甲骨、それに鎖骨と、胸骨、この4つのエレメントでできてるんだけれども、この進化の流れっていうのが、まあ、非常に重要でしたっていう話だよね。で、これがエナンチョールニス類とかそういう風なところになってくると、右甲骨がね、ぐいーっと前後に伸びてきて、さらにはついに胸骨が骨化と。完全に骨化。で、まあ、ものによっては竜骨突起も発達して、いわゆるね、飛ぶための筋肉っていうのが、かなり大きなものが付着する部分が確立されますよと。特にね、僕が鳥の進化、まあ、飛翔の進化っていう意味で重要なのかなって勝手にです、思ってるのが、この左右の肩と胸骨がつながって、がっちりとこの辺組み合わさるんだよね。こういう風になると、肩ってね、浮いてるんだよ、生物の体の中で。腰は、背骨にしっかりがっちりついてるもんだから、足を地面につけてもね、全然もう骨格として支えられるんだけど、肩ってね、筋肉でつながってるだけで、背骨とつながってないんだよね。だから腕で体を支えようとすると、どうしても軟組織が間に入り込んじゃうんだけれども、こうやって左右の肩ががっしり胸骨をね、通じてつながって、単にこの胸骨は肋骨とつながって、で、肋骨は、脊椎につながってるから、疑似的に肩がね、脊椎につながって、骨格と肩がね、一体化するんだよね。それによって効率的に翼で得た推進力っていうのがもう体全体に伝えられるようになったっていうのは、まあ一つ重要な進化なのかなと勝手に思ってます。信用しないでください。はい。この辺から鳩胸が誕生した。まあそうだろうね。少なくとも骨格に残る形で鳩胸っていうのが出てきたのはこの頃だよね。ただまあさっきも言ったように軟骨で存在してた可能性はあるので、鳥なんかもね、野源軟骨とか美味しいでしょ。そう。こうしてみると肩の骨格かなり変化してる。まあそうだね。少なくとも飛翔っていうポイントにおいて肩は重要な要素なんじゃないかな。そもそも飛べない段階の前足がどう生存に有利だったのかさっぱり。生存に不利でもいいんだよ。生存に不利でも子供を残すことに有利だったら大丈夫っていうのと、あとはまあ走るスピードを上げてたっていう仮説もあるよね。飛べなかったとしても羽ばたくことによって揚力を得て、それで地上をめちゃめちゃなスピードで走り回ってたっていう仮説もある。なんかね、これ去年の暮れくらいだったかな。そんな感じでめちゃめちゃスピードアップしてたに違いないという足跡化石が見つかったっていう論文はあったね。まあ検証は必要だと思うけれども。ふむと聞いてたら信用するな。僕の妄想だもん。そういう論文が出てるのかもしれないけれども、僕は見たことがないし、僕自身も検証したことはないんで信用してはいけません。はい。古地類の配信はまあ話半分で聞いといてください。論文の内容はね、僕が間違って解釈してない限りは信用してもらっていいんだけれども、僕の妄想は信用しないでください。はい。で、でもさらにね、現代型の原生鳥類に近づいてくると、この右甲骨、肩甲骨、鎖骨が合体して、まあ接続してかな、合体はしてないようなな。筋肉の腱が通過する管ができますと。この管っていうのがね、結構ポイントらしくって、まあ多分だけれども、滑車状の構造とかになってるんだと思うんだよね、この管が。そういう構造によってめちゃめちゃ効率よく筋肉の力を伝えているっていう感じになってるんじゃないかな、多分ね。
はい。で、この辺になってくると竜骨突起もさらに発達するんだけれども、ただ、ここまで来ると、つまり原生鳥類とかを含めた分類になってくると、もうグループごとのバリエーションが大きくなってきて、それぞれのね、生活様式とかに合わせた、肩の構造とかになってきます。ただまあ、ジェネラルな、一般的な流れとしては、短い右甲骨からどんどん長くなっていって、胸骨ができて、腱体がもう全部合体して一体化して、そこからさらに、それぞれのバリエーションになっていきますよと。地上をバサバサしながら爆速で走ってたら面白い。いや、まあそういうイメージだと思うよ。さっき言った地上で揚力を得てっていう、そういうような段階は、まあそうだったんじゃないかな。バサバサしてたんじゃないかな。多分ね。はい。で、この論文のテーマ4つ目、眼気化について。体骨格のね、この眼気化っていうのは、どうやらね、僕もこのレビュー論文でね、初めて知ったんだけれども、翼竜とか竜脚類とか獣脚類とか、それぞれで独立して進化した形質だって書いてました。それ、ご先祖様がね、持ってたもんだと僕はてっきり思ってたんだけれども、違うのかな？なんかそれぞれで獲得したって書いてたんだけれどもね。うん。で、呼吸器系と骨格が連動して進化してて、まあだから肺を一回経由するんだっけな。ちょっと順番覚えてないんだけれども、体に入った空気を、まあ肺とはまた別のエアサック、空気袋、体中にある空気袋を経由して肺に入って、そこから酸素と二酸化炭素を交換してっていうね、呼吸システムの一環だよね、これね。うん。で、メリットとしてはやっぱり体重の低下っていうのが大きかったと。それによって、まあ、ね、空を飛ぶためにも必要な、軽くて頑丈な体を手に入れられたし、まあ、効率的なね、酸素交換システムっていうのもできたっていう風なことだろうね。そうそう、昨日。これ俺も欲しい。いるか？なんかあれだね、マラソン選手とか欲しくなるだろうね。竜脚と獣脚でも独立して獲得してたのか。なんかそれっぽいんだよね。うん、この論文を読む感じだとね。多分ね。僕もそこまで詳しく読んでないからさ、あれなんだけれども。まあ、鳥類に関しては、獣脚類が持ってたもの、それを継承したっていう風に書かれてたけれどもね。で、初期段階において、つまり、翼竜、竜脚類、獣脚類の初期段階とかにおいては、基本的に首とか背骨にこの眼気骨っていうのは限定されてて、肩や四肢骨には、まあ、見られないもしくは限定的であると。で、この傾向は始祖鳥も一緒で、体の中心部から眼気化っていうのは進化していったんだなっていうのが分かるとのことです。ただし、一部のエナンチョウルニス類とか、どんどんと鳥類に近づいてくると、彼らの場合はね、腕とかにも眼気骨が見られて、つまり空気がそっちまで流れていってて、まあ、原生鳥類型に近づいていったんだなっていうのが見て取れますと。で、原生鳥類においては、まあもう本当にね、グループ間で全く大きく異なるんだけれども、まあペンギンとかカイツブリとか、その辺は全く眼気化しないし、逆にもう全身の骨にね、空気が入り込むようなペリカンみたいなやつらも存在すると。というわけで、この眼気化に関してはね、原生鳥類においては、運動戦略とか生態とかによってね、全然違うんだけれども、まあ、逆に言うとそういうようなね、戦略に大きく影響するような重要な特徴でしたということです。はい。はい。まあ4つもね、テーマがある論文だったんで、なかなか重かったけれども、まとめると、もうね、最近ね、化石記録が増えたこと、特に3次元的にね、保存された化石の、発見とかによって、どんどんと中生代の恐竜時代の鳥の姿が分かってきましたと。まあ、恐竜側のね、系統もだけれども、恐竜側の、恐竜に意識持ってかれすぎだ。まあ、恐竜側ももちろんだけれども、鳥類側の化石がね、どんどん見つかることによって、鳥類進化っていうのがどんどんと、理解できるだろうっていうふうに期待しております。まあ、個人的にはね、
白亜紀のアヒルとかさ、キジとかさ、その辺の化石がね、もっとあったらね、楽しいんだけどなーっていう風には思ってるんだけれども、はい、誰か見つけてくださいっていう感じやね。はい、というわけで、とりあえず、今週の、古生物ニュース、3本紹介しました。このね、配信、古生物ニュース、面白いなーと思っていただけましたら、ぜひ、まだの方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあ、鳥類の進化に拍手イエーイはい。久しぶりに3本紹介した。疲れたな。一時期僕これ5本とかやってたよな。5本とか6本とか毎週やってたよな。やべえよな。ね。白亜紀にはもう鳥は存在していたということを知らない人は多い。ああ、そうだね。補足しておくとね、あれいつだっけ時代。なんか南極かなんかから出てるよね。カモの仲間とか。白亜紀のね、恐竜時代の南極かなんかからカモの仲間とか見つかってるし、数は多くないんだけど見つかってるね。けど結構ね、なんだろうな。いわゆるもう僕らが今見るようなね、鳥がね、化石として恐竜時代から見つかってる。まあ恐竜時代に生きてたっていうことはもう、定説になりつつあるよね。まあ定説と言っちゃっていいんじゃねえかな、多分。はい。今日、あれだな、フィールドワークの格好でお話をしてしまいましたね。白衣に着替えるか。今更。昨日とかのは化石に跡が残ってるんですか？そうだね。化石に機能だの脳だのそのものが残ることはまあ残念ながらないんだけれども、まあ少なくとも今の技術でね、検知することは、間違えた、できないんだけれども、多分今後も難しいんじゃねえかな。だけれども、脳に関しては CT スキャンをすることで、頭のね、骨の形を3次元的に復元することができて、その頭の中の形が、まあ大体脳みその形と一致してるんじゃないかなっていう感じ。昨日はね、結構化石の外側にね、そのまま形が残ってるかな。まあ中身もね、スキャンすれば見れるんだけれども、やっぱちょっとコストと時間とかの関係でね、CT スキャンってそこまでどんどん手軽にはなってるけど、そこまで気軽にはできないから。そうそう、ベガビス。そう。あれ南極のやつだったよな。確か。違ったっけ？一番最初に見つかった、いわゆる原生鳥類の仲間だね。恐竜時代から生きてる。うん。CT も活用してるんですね。CT めっちゃ活用してるよ。うん。CT、そうだね。最近の恐竜研究はマジで CT とか使いまくってるね。僕も活用してるし。機能があったであろう空洞があるみたいな。あとね、外から見えるんだよ、ある程度は機能って。背骨とかだったらね。腕の中とかってなってくるとさすがに CT 必要なんだろうけれども。脳は多分あっただろう的なやつなんですね。鳥類になってくると、まあだからね、さっき言ってたイクチオルニスとかエナンチオルニスとかって僕何回か口に出してたと思うんだけれどもね、あの辺だったらね、多分ね、脳が入ってたであろう空洞、その形がそのまま脳の形だと解釈していいと思うんだけれども、ティラノサウルスとかその辺の有名どころの恐竜はまだそこまでしっかり脳みそが詰まってたかはわからないんだよね。大抵の爬虫類って頭の中結構空洞で揺らせば脳みそカランコロになるんじゃないかってくらいね、空洞のスペースに対して詰まってる脳の量が少なかったりするんだけれども、まあ鳥類は結構みっちみちに詰まってるんで、鳥類化っていう意味ではまあ脳の研究はそれなりに信用していいんじゃないかなっていうふうに僕は思ってる。ただまあ僕がね専門としてハドロサウルスとかそっちの方になってくるとちょっと怪しくなってはくるかな。うん。爬虫類は脳が密になってないから分かりづらい。そう。まあね、その辺をね、回避できるようにね、
みんな頑張って研究はしてるんだけれどもね、大丈夫。誤字は理解してるよ。大丈夫、大丈夫。気にすんな。脳のね、大きさがイコールで脳のね、能力でもなかったりするからね、もっと別の指標をね、作れたらいいなっていう風に考える人もいるしね。脳に物理的に空きスペースが、いや、脂肪が入ってたり、まあ液体でね、満たされてたりはするけれども。お題ベルティラノの脳みそ復元みたいなの見てきたけれども、大きさは何とも言えなかった。何とも言えないってどういうことかな。思ったより小さいでしょ。ティラノサウルスの脳みそ。実物大見ても、こんなちっちゃいのってなるでしょ。子供の頃頭に脳が詰まってないと親に言われていた思い出。あれだろ、頭ペチペチ叩いて、おー、いい音すんじゃねえかってな。僕もある、僕もある。ポンポンポンつって。鳥類は脳がものすごい発達してたんですね。めちゃめちゃ発達してるね。やっぱ、まあこれも僕の妄想だけれども、空中でバランス取るって大変なんだろうね、きっとね。バランス取るのもそうだし、すごいスピードで移動していく景色を認識するのもそうだし、まあ鳥頭はね、移動したものを認識するの苦手なんだっけか。だからハトとかって頭をね後ろに動かしながら移動するのって自分が前に進むにつれて景色が後ろに流れたら困るから自分が前に移動するのと同じくらいのスピードで頭を後ろに引っ張ってるっていう俗説を聞いたことはあるんだけれども本当なのかどうかは知らない。ティラノサウルスはダチョウ並みの脳だった。まあ大きさはねちっちゃいよね。なんだったらダチョウの方がしっかりと発達してるもんな。まあ、ダチョウよりはでかいんじゃないか、単純に大きさだけで比べると。確か。嗅覚を感知する嗅球は大きい。鳥はもう嗅球ほとんどねえぞ。なんか、あれなんだっけな、ペリカンか。ペリカンの解剖してる時にすげえびっくりしたんだけどさ、あいつら鼻の穴ないのな。鼻の穴ないんだよ、確か。あれなんかみんなで解剖してて、あれ鼻の穴、どこってなって、もしかしたらなんか極小の穴があるのかもしれないんだけれども、くちばしのね、ケラチンとかに覆われて、骨に鼻の穴あったかな。少なくともね、空気がね、めちゃめちゃ普通に通れそうな勢いではなかった気がする。で、あいつら多分口そんなに閉じらんないんだよな。だからもう口呼吸なんじゃない？多分。いやもう多分だよ。鼻の穴なかったっていうことだけで妄想で言ってっけどね。ペリカンね。そう。人間も電車の窓から外見てると眼球が鳩の頭と似たような動きしたりする。確かにね。まあ結構意識的にやったりするけれどもね、看板何書いてんだろうみたいな感じの時でしょ。わかる。ティラノサウルスの話？いやだけどね、ティラノサウルスもね、一時期ね、2000年くらいだったかな、救急めっちゃでかいとかっていう話あったけど、今もうそれ否定されてるね。どこで救急を切るかっていうのってね、古生物、恐竜の頭やってると結構難しいんだけれども、少なくとも救急がめちゃめちゃでかいって発表された論文自体は、まあ、説は否定されてる。あれは鼻の穴のスペースまで脳だと認識しちゃってたっていうことになってるね、今はね。だからどれだけ嗅覚が鋭かったかっていうことはまだ議論は別問題になったりするんだけれども、海鳥は海水が鼻に入らないようになってる。なるほどね。そういうことか。まあそういう側面はあるんだろうな。ね。にしたってまあ本当になくてびっくりしたわ。あれ。多分口呼吸なんじゃないのかな。基本的に面白かった。中学の頃ティラノサウルスの救急が大きかったと見ました。確かね、論文自体は2000年くらいに出てたと思うんだよね。まあ否定されたのはまあわりかしなんか2008年とかにはされてたような気がしてたんだけれども、わからん。脳幹しか残ってないがゆえの難しさ。そうなんだよね。まあそうやってね、何かおそらくこうだろうって言われたのが
がその後の研究で、いや、やっぱ違うんじゃねっていう風にね、可能性として何度も何度もね、検証されて、どんどんとね、おそらくの正解に近づいていくっていうのは、まあ、やっぱサイエンスの醍醐味ではあるよね。説否定されてたの知らなかった？まあ、ただ、クソ巨大な救急っていう説はもうほぼ完全に否定されてるけれども、だからといってティラノサウルスの嗅覚が低かったかっていうと、またそれは別の話なので、そしてそれが今どういう議論になってるのか正直僕も分かってないので、そこは、はい、別物として捉えておいてください。僕はちょっとよく知らないで。はい。という感じやね。なんか、妙に抑留で盛り上がったおかげで、2時間以上の話になったけれど、まあ、抑留で盛り上がったの、プラス仮面ライダーで盛り上がったおかげで結構な時間になったけれども、まあ、今週の配信はこんなもんかな。はい。来週からね、火曜と木曜にね、アラスカ調査のエピソードをショート動画で、上げていくので、ぜひぜひそっちを見て、高評価とか、よければね、ポチってください。恐竜研究の話っていうよりも、調査の時に起きた面白いエピソードをね、ショートでまとめたって感じなんで、はい。まあ、そういう話もしていきますよ。せっかくね、いろいろなね、面白いエピソードがあるんでね、ちょっとずつ公開していきたいなと思います。はい。というわけで今週はこんなもんで、日曜だよな。日曜の夜にお付き合いいただきありがとうございました。それでは、ショート動画で、そして来週の配信でまたお会いしましょう。じゃあ、お疲れ様です。バイバーイ。いい1週間をお過ごしください。